寸出のところで間に合いました。もう風が匂う。ほら、水面をご覧なさい。道潮が川を遡ってきた。あちこちで渦を巻いている。この川は紀伊半島の山奥から流れ出てうねうねと地を走り、海に届く寸前、この町の横っ腹に突き当たる。しかし頑なにそれを阻まれると、町を抱き込むようにぐるりと回り、熊野灘へと流れ込む。僕は今日この川を越えて懐かしい友人たちの顔を見に来ました。事情がありまして堂々とはいかれません。町の名前は新しい宮といい、そう、N町としましょう。実は昔ここには教会の牧師として都合8年ほどおりました。それからある事件が起こり、川を渡って町を出た。お前はもうここにいてはならんと。イルカイロン使いのししびしびこうてくれんかいなしサイレンイルカいらんかいなし。ほら、あっちに見えるのがお城の石垣、向こうが上倉神社、ぼっつり山。ぼっつりっていうのはあの山の上から沖の船に向かって灯す大きな提灯のこと、灯台みたいなものです。浜の向こうはアメリカ西海岸。最初に訪れたのは明治学院の学生の頃、伝道の旅でした。当時はちょうど日露戦争の最中で、ほらあんな風に新聞社が2つあった。おい新聞屋1つくれ。へい、大きい。ありがとう。熊野実業に熊野新報、N町の保守と革新、水と油、それぞれが新聞を出していました。本日の戦況は第4軍の猛攻によりクロパトキン将軍退却、日本軍大勝利。いわゆる坂の上に雲があった時代。ちなみに旅順要塞はまだ落ちていないようですね。よし、ちゃんと時間を遡ってこられました。明治37年秋、ひとまずここから始めよう。皆さん告白いたしますと、実は僕はすみません、大丈夫ですか？気をつけてまえ。危うく引き殺されるか。どこか撃ちました？いや大丈夫。それより確かこの辺りに大星という医者がありましたよね。医者？やはりどこかお怪我を。いや大丈夫。ご安心ください。そこにおじの委員が。おじさん、怪我人です。本日休診。今日から洋食屋をするんです。その名も太平洋食堂。太平洋食堂。おじさん、なんじゃい、サク。こちらと自転車でぶつかってしまって。大丈夫です。ちょっと待って。じゃあちょっと立ってみて。次はくるっと待て。ケンケンパノープロブレム。わしは忙しいんじゃ。ドクトル。あなたおじをご存知で？いえ、川向こうの村で聞きました。アメリカ帰りのドクトルがいると。それより、そうだ、この町は今どんなです？戦争で景気がいいんです。この町には熊野の山奥で切り出された材木が集まる。炭鉱もゴールドラッシュさながら。だって軍艦には石炭、戦争には炭鉱でしょ。こうなると実業家どもの笑いが止まらない。ご覧なさい、上空にはあらゆる欲望が渦巻いてますよ。傲慢、強欲、暴食、色欲。酒に金に女、お座敷には7つの大罪がわんさか。あなたひょっとして新しい牧師さん？まだ見習いです。沖田と申します。沖田三郎、横浜から来ました。よろしく。西山伊作、学生です。伊作君、ところでこれからどちらへ？いけない。平民文庫。ご存知ですか？僕もこいつの伝道です。平民文庫といえば、君はもう主義者でしたか？いえ、こいつはおじの趣味。僕にとっちゃ主義たるは及ばざるがごとし。失礼。昼には戻ります。気をつけて。この頃は社会主義がピカピカに輝いていました。それは
新しい世直しのレシピでしたから。幕末の日本人はお上は誰かで尊王攘夷とテロに明け暮れた。明治維新であっさり開国、市民平等にはなったけれど、この新しい日本に自由平等博愛のフランス革命は起こらなかった。そうこうするうちにこの新しい思想、社会主義が入ってきた。この思想は赤白青のスパイスに加え、富の配分をガラリと変えて国民と国家の上下をひっくり返す究極のレシピだった。だから国家権力はそれをばい菌、ペストのように忌み嫌った。ナイフが一本足らんわ。こんなマジどうするんな。奥様、ほんまに橋も神座もなしでかまんのか。いいんですよ。失礼。しかし日本人は殿様でも金持ちでもない平民が幸せを求める正しさを知ってしまった。それである事件が起こり、日本中の社会主義者が追われ、この N 町でも大勢の友人が死んでしまった。私はたった一人生き残ってしまい、その一生の後悔が私をここに立ち返らせてくれました。実は間もなく私は神に召されるところなのです。この明治でも皆さんの今でもない時間、昭和31年の死の瞬間、ようやくこの町を弔う旅を許されました。もちろんこれは特別な計らいです。来た、友人の一人、高萩さんだ。南無阿弥陀仏の前には人は皆絶対の絶対でなければいけない。号外ロシア軍両用より撤退。号外おお、上心寺、見事なステップじゃな。ドクターめ笑うつったな。笑って悪いか。それよりあんた、あれ読んだか。号外なんぞ見たくもない。これやね。俺、こっち。入場。9月号に明子女子が弟よを発表した。絶賛もんじゃ。あんた好きやろ、与謝野明子が。そんな大きな声で。檀家の者が言うとったぞ。石頭の上心実は歌読みじゃと。なかなか隅に受けん。うるさい。君死にたむことなかね。迫真の文章じゃ。猫も杓子も戦争戦争と騒いどるところに一発食らわしてくれたの。人を殺せと教えしやスメラミコとはこれを明星歌人が。なおい、わしらも反戦平和ののろしをこの町にあげたるぞ。のろし。太平なる海に平和の灯火を全世界に向けて照らし、貧しき者も富める者も万民が共に食卓を囲む。万民が。開店記念にこの町のあらゆるものを客として招いた。あんたんところもな。うちまさかうちのもんと。どうせ新平民じゃと言うて笑う気じゃろ。逆に笑うてやれ。名刺を喜んだ連中は。この世は市民平等、上も下もない。あんたには分からん。大体西洋料理など食わせて貧民に何を吹き込む。自由、平等、博愛。生阿弥陀仏で何を取る。ドクトルならドクトルらしく体の毒でも取っとけ。正午には開店だぞ。うるさい。金持ちの道楽に月を取る暇はない。これはしばし借りておく。あら、まだ土地じゃ。絶対返せよ。くそ。相変わらず仲が悪い。なんかおかしいかね。いえ、その布教活動に参りました明治学院の学生です。あんた牧師の卵か。ようこそ。Everybody, anytime, welcome. Thank you, many thanks for you. あなたは今なぜこれを始めたんです。理由を聞いとるのかね。そうです。医者が食堂を始めるとは。社会の病を治すにはまず食い物から変えるのさ。レシピとは生活の処方箋。口に入れば血肉になるだろう。つまりはラジカルな世直し。世直しのレシピ、興味深いです。おーいドクトルとこの客が代わりに来ておるんだとね。カッパすまん迷惑かけたな。おいあなたどうなさいました。おい、すぐ風呂沸かせ。この酔っ払い惚れ込んだね。まあ先生、ひどい格好。バヤお手あんねま言わんこっちゃない。どこのドブネズミかいね。俺でも大先生や。丁重にな。これがここだけの話、平民者の大悪党というやつもおるけど。先生、よしなる。牧
バイキンが映ったらえらいこっちゃ。バイキン？恐ろしいソシアル病やって自分で言いやった。これや。違う。からばや。そっちを向け。じゃあはいよし。あれでしょ。頼んだな。昼には来るやろな。昼これあいにくやぶがっての来るまで待っとるぞ。行けたら行くわあれでなかなか義理がたいやつで。僕もぜひ伺わせてください。素晴らしい時間に立ち会えそうです。あなたオーブンが火を。いいかすぐ行こう。では勝負に。では後ほど。太平洋食堂、ここに集った者は皆大いなる宿命に飲み込まれてしまいます。12、13、いえ無数の棺に連なる人々、その子々孫々、現代まで続く終わりなき闇を。皆さんはこんな風に歴史を遡ることなどないと思われるでしょう。しかし私やあなた方の時間が重なり合っていないなどとどうして言えるのでしょうか。もちろん歴史を変えることは許されておりません。そしてあなた方の時代から100年前の日本で起きた過ちをこうして今お目にかけるのです。太平洋食堂へようこそ。大牛と人の自ら厨房に立つと噂は聞いたが、こりゃほんまやのメスをナイフに持ち替えて腕を振るうとりますさあどうぞごゆっくり。いやこれは警察署長殿。いや議長も来たんか。おや今日も大美しい。これはちょっとした六名会やの皆さんお飲み物はいかがですか？本当しいただくよ。本日はこの町の各界を代表する方々をお招きしてあります。各界を代表する名士。そりゃ楽しみやの。失礼。わしは町議会代表か。今日は太平洋食堂の流儀で一つブレーコーといきましょう。さあ皆さんにビールを。せいちゃんビールとくれば。ケンちゃん抜いたコルクの飛び立つ思い、主の顔を見て飲むビール。石高屋の石上がり料理人で大富豪が球児か。伊作さん西山家の御曹司自ら球児か。ちょうど学校も休みです。いい暇つぶしになります。こちらは東京の有名な作家先生ですよ。この間からお忍びで保養に来られてます。おお作家ね。失礼、先生はお忍びと伺いましたが。ええ、事情があって名乗りませんが、以前はよろず情報に書いておりましてね。よろず町発行物日本一。さあ一つどうぞ。主の誠とビールの泡は溢れていれどすぐ消えると。うまい。さあドクター来たよ。ウェルカム編集長。こちらプロタイムズ編集長森サイアン君。おおサイアン君久方ぶりやの。これは悪徳議長殿、春の選挙違反以来ですな。随分のご挨拶やの。ドクター、それにしても太平洋食堂とは大きく出ましたな。そりゃあ浜の向こうはアメリカ大陸、この町は東京に尻を向けたパシフィックリフレッシュメントルーム。太平なる海に平和の灯火を全世界に向けて照らし、貧しき者も富める者も万民が共に食卓を囲む。ブラボー。この非常時に反戦平和ですか。さぞや肩身が狭いでしょうな。いやいや日露が開戦した今こそわしは戦争反対を唱えるぞというわけです。さてこの食堂には決まりが3つあります。伊作。1つ万民平等、2つ平和主義、3つ残さず食べる。編集長ぜひとも新聞でご宣伝いただきたい。では広告料として500部ほどお買いください。おいおい、それでもジャーナリズムかね。広告宣でも立派な記事です。今や日本国民の朝は新聞とともに開ける。大保衛発表は朝飯前に読む快感。日本軍の快進撃でぶっかけ卵の飯が進むおかげでこの腹やな。おりゃいかんそれでこの町にも支局を開設したい。皆さんにもぜひ一肌脱いではもらえないかね。
ドクターあんたのタイムスはだいぶ読者を増やしやる。戦争様々やな。この非常位に戦争反対なんて言ったら誰も新聞を買わんよ。失礼編集長、あなたの戦争賛成は会社の利益のために言わされているんじゃないかね。国家の一大事ですぞ。あなたも非戦派とお見受けしたが、この町の戦争反対はドクターと誰だったか。思い出した。確か東京に平民新聞とかいう国賊新聞があったの。高徳秋水の平民新聞、よろず情報をやめてまで反戦平和をぶち上げるとは、いやいや正気を疑うね。心配ご無よ。平民新聞、この和歌山でも放置と肩並べてなかなかの部数らしい。それに戦争のおかげで不平等に目覚める人もある。その通り。とかくこの世は嘘と思えど数聞くうちに嘘もまことになりにけり。うまい。今度タイムズに投稿してくれないか。ドクトルのコラムは平民新聞でもおなじみだ。この田舎町の些細な事件から社会の矛盾を解き文明論に至る。だからこそこの町も全国に知られていますよ。あんた一体何書きやるんだ。かゆいところがな、どうにもムズムズするんでな。心配ならぜひ購読なさい。一部参戦五輪。ゆれこの田舎町にも少しは刺激が必要や。いわゆる危険思想の持ち主も。さあさあ、ビールで乾杯や。ごめんください、間に合いました。学生さん、ちょうどええところへ来たさ。そこ座って。よう来たの清六よ。待っとったの。手上げのわしら。皆さん闘争を始めます。席にどうぞ。お民、洋食の献立覚えてけ。役に立つと。めっそうもないです。やっぱりソシャル病は恐ろしいな。大星君、はい、彼の脚光。本日はこの町の各界からお客をお招きしてありましてな。一体何を始めよってきたね。面白い実験さ。実験。おい、伊作、調整できたか。さて皆さん、記念撮影を。よろしいですよね。もっと聞こうよね。美しくない。皆さん、そちらのべっぴんさんみたいににっこり笑って。皆さん、笑って。はい、たぬき。たぬき。きつねでもいいかな。太平洋食堂開店記念。編集長、ぜひとも新聞に載せていただきたい。厳しけやないか。横一列にこんな人をアホにすな。さあ誰もアホにせ。あんた今万民平等に違反した。やれんちゃん、あんたがしてやるよ。何よ女。当時も差別があからさまでした。特にこういう違反したらなんだ。罰金か禁錮刑か。植え付けられた偏見、正義とは何でしょう。大富豪に平民、ポリスに芸者、医者と新聞記者、政治家に社会主義者に、そして牧師に。僧侶も来るはずです。とにかく借金は困る。かなり見知られたら手打ちにされかね。所長殿、そんな古道具みたいなことを言うと笑われますぞ。今は市民平等、美人博愛。お、それもいい。フリーラブ万歳。妻は茶漬けだ。先生、ほんまにそう思うんか。それは心から受け合います。いやー、さすがに東京人士は開けたはる大先生。はい、ではこちらを向いて。はい、きつね。いいですね。食堂の開店祝い、各界の名士一堂に会すのぞ。みんなで乾杯といこう。コルクばかりか、あなたの胸も共に開いて飲むビールと。さあさあ、皆さんからも一言もらうよ。では大日本帝国の必勝を祈願して、旅順陥落を祈願して、世界平和のために、この町の平和と秩序のために。清六さん、ナムアミ。ダブツおい、家内安全、商売繁盛、疫病退散。この素晴らしき食卓に乾杯。乾杯。お待たせしました。本日のお残り、コールドサーモン。どうぞ召し上がれ。
がりください。いやいやすっかり意気投合です。実に愉快。ビールのおかわりを。はい、ただいま。こちらは沖田さん。皆さんよろしく。今日は記念すべき日ですね。沖田さんじゃらそんなに浮かれることか。今日はクリスマスか。熊手は左に、肥後の神は右に。音はなるべくお静かにお願いします。君いちいち言わなんでもそれぐらい知ったね。もうこれさ、逆ですよ逆。今日も落とさないでね。ちょっと静かにしてくれ。これものすごく美味しいですね。ボイルしたサーモンを冷水にし、アンチョビソースを添えました。塩気が足らんな。よく混ぜてください。ではごゆっくり。おい箸くれ。ありません。おいお前たちもびっくりしたやろ。この大星の家は昔から変わり者揃いで有名やだ。死んだ兄さんをあやす弟のドクトルは貧民救済と戦争反対が趣味ときてある。まあ時々世の中は変わった人間を欲するものです。大星ドクトルのような、昔で言えば大塩平八郎かな。分かった、キリシタンやな。はずれ天保時代の打ち壊しの親分ですよ。しかしどちらも貼り付け獄門は相場と決まってあるやろ。旦那さん、やっぱり杉田も貼り付け獄門じゃのか。おお、そうじゃそうじゃ。社会主義や戦争反対なんぞと捕まえて市中引き回しの上貼り付け獄門。車先が相場やな。おさよでござるか。という意見もなきにしもあらず。皆さん会話が弾んでますな。沖田さん、これが太平洋食堂のいいところです。どんな主張もウェルカム。これぞ民主主義だ。さあ座って続きを。ビーフコンソメ、牛すじと玉ねぎのスープですよ。自家製パンもどうぞ。これはうまそうだな。ああいけるよ。どうした。うまい。そりゃそうだ所長殿。あんた戦時国債の方はいくら買うたんかね。国債なら500円ほど。素晴らしい。まさに愛国さ。まだ集まりが悪いらしい。戦費調達目指すは和歌山県の国際買い取り日本一や。国際相場も勝ち戦でだいぶ動いてますな。ドクトル、なんなら資金を立てるさかバンバン買いなはれ。実は伊作の実家西山家にも役人が来ましてな、2万は買いとようたしでしたわ。2万。ああ、役人があの手この手で脅しをかける。そこで地主連中は仕方なく山林を担保に高利貸しから金を借りる羽目になるわけですな。そうなると利子がつく。これが年1割8分。ところが日本国債の利子はたったの5分。差し引きすると年利 13% の大損。すっげえな。そのはずない。ご名答。国債が戻ってくる頃にはもうこっちは破産です。そうなると儲け取るのは一体誰か。大利貸しだね。けしからん許しがたい。天誅を下せ。あんまり憎まれ口を聞くと愛国者が暗殺に来る。怖い怖い。しかし国民がお国の債券を信用せんでどうします。今後連戦連勝で国債が値上がりせんとも限らん。いやきっと上がる。さすが編集長。旅順が落ちたら絶対上がる。上がる上がる上がるに決まったわね。一心断破破裂してこの方勝ち続けやだ。なんだ徳理事。東海両用モスクワまでも追撃だ。一心断破破裂した品川は乗り出す東館。最後するも彼が食べ奥をパスの俺決まったね。一本重なるじゃんじゃんぼ金まいた大日本帝国万歳。まさに縁もたけらと言いたいが重大な違反や。万歳三所がいかんのかね。言い忘れたが太平洋食堂はパンダイ禁止。わしはパンダイと漬物が大嫌いや。皆さん、この食堂は平和主義。ゆったりと平和的におくつろぎください。御曹司、あんたんとこにはまだ赤髪は来んのか。赤髪？君は日本男児として今何をすべきだと思うね。日本男児はもちろん芸術です。芸術。僕は日本人の生活をもっと芸術的に変えたい。食事も家具調度、
ライフスタイル全てを変える、そのために芸術を学びます。おんどーし駆け足おんどし駆け足パボヒ座れおんどし100冊本は読んでも杉の木一本入ってこん。大体旅順の突撃で何人死んだんな。もうやめてください。皆さんは本気であの強大なるロシアに勝てると思ってますか？もちろん。バルチック艦隊、馬の数、美人の数、いくら比べても日本が勝つ余地がないのは子供でも分かる。そう思いませんか？もちろん思いました。美人の数もロシアに負けるの？とにかく大和魂さえあったら何もいらん。大体君らには日清戦争で勝ち取った両党半島はロシアトンビにかすめ取られたあの煮えくり返るような恨みがわからんのか。そうや、戦に勝って領土を取るのがだで悪い。戦争は道徳的か否か。清国に勝って台湾を、ロシアに勝って朝鮮を属国にすることに道理はあるのか。あるね。ロシアは今やアジア全体の大きな脅威だ。明治維新以来、国民が一丸となって近代国家を築き上げ、日英同盟の今日、大和民族の存亡をかけた日朝戦を戦う。これこそが正義、これこそアジアの平和、文明の勝利。素晴らしい、誠に素晴らしい。これこそ文明や。まあまあ皆主や、イギリスと同盟国じゃいてもインド人よりちょっと黄色いくらいしか思うちゃくれん。それをそんなにありがたがって帝国主義まで真似して戦争が文明とは野蛮国極まれり。弁士中止。意義あり。太平洋食堂はバンダ以外どんな主張もウェルカム。この非国民め。ちょっと待った。なんだかんだと大義をかざして熱狂を煽り、私腹を肥やす売国だぬきども。純粋なる愛国者はいずこにあらんや。武力だ。許せ。もう我慢がならん。よーし、それほど疑うならこの腹かっさばいて真の愛国心をご覧に入れようぞ。これは面白い。その腹白黒つけようや。この物語、不分けならご安心召され。この大星ドクトルが解釈いたす。万一ご臨終と相なりますれば、この見習い牧師やな、はい、この牧師が見習いいたす。おい作、針と糸とゾンデと消毒液を持ってこい。麻酔はいりませんか？シュッと滅却でいこう。無論承知。大和魂神道を滅却すれば。いや痛いですよ。ね、皆さん冷静に。そうだったら受けて立つ。この体現総合、戦争抑散の輩と真の愛国、視線を叫んでよろず情報を去った国賊の一体どちらが本物の愛国者か。これはメイン料理は臓物料理の変更やな。ミンスパイかキドニーパイかレバーペースト、腸詰めか、どれにするのや。やめましょうよ。これじゃ地獄の三丁目食堂みたいな。いやいや、人類は一皮むけば万民平等血まみれや。さあアルコールで消毒。ビールどうかな。茶番はいい加減によしたまえ。大体あんた一体誰だね。問われて名乗るもおこがましいが。待ってました、真打ち登場。矢作さん、おい清六、なぜここへ来た。あれほどやめようと言うたのに。せやけどわしら。さあ、あんたも座った。いや、これは貧民に施しをしてこの世の罪から逃れようというやつの汚いやり口や。赤萩さん、これはそんな安っぽい事前じゃありませんよ。高いところから何を言うても偽善じゃ。清六、お前はわかるじゃろな。こんな甘いもん食うたの初めてやわし。もう耐えられん。堪忍袋の方が今切れた。上心に近頃新兵民を本堂まであげやるさが困る言うてきたもんのある。何が困る。仏の前だ皆同じ。まともな段階逃げ出しやる。まともとは。どうせ東京の人には分からんよ。さあ行くぞ。こんな恥ずかしめを。旦那様だ。この度中野清六、めでたく出世いたします。帝国臣民としての務めを立派に果たしてまいります。それはおめでとう。おめでとう。清六、講師合格もろた時検査の役人が言うたんや。軍隊と監獄は平等じゃって。これでわしも
立派な帝国人民じゃて。そうや、その通りや。胸張って言ってこい。殺生はいかん。殺生は殺生時だってうるそうてからな。黒助やっつけて何が悪いんじゃ。そうや、肉弾となってお国のために尽くしてくれ。これは殲滅や。ひふみとっとき。大喜利誰か。万歳三長や。中野清六君の出世を祝して万歳。さあ今井や、メイン料理とやらを頼む。清六、ええことを教えたろう。あの深い山に玉湯別荘があるわ。隣は長平預金のお地蔵さんや。霊剣あらだかお役の踏んでみなあれ。旦那様ほんまに当たらぬやったらお地蔵さんにせんでも万でもお参りするさか。どうぞ教えてください。あねえ、いらんこと抜かすな。一組目ドクターさん、結構な出世祝いになりました。しばらく留守になるさか、よろしゅうお頼申します。おい、斉藤なあ、上心寺、命だけはドクトルさんには世話になりあるさかよう言わんかったけど、わしら新平民呼ばわりゃ慣れたあるけど、赤じゃ主義者じゃ言われんのほんまは恐ろしい。それは悪いことしたな。お気にほんまにお気に。ほんまか、あそこによけ頬張りあるさか、ほっとけ。平和してやっぱもここに座って一緒に飯を食う。おお、ままごとにつきを取れ。早いくら。ありがたいわ。あの困ったおじさんにこんな馬鹿げたことはやめろ言うたり。地蔵はどこに。昌平沖のお地蔵さんはどこにあるんです。お地蔵さん、そんなもんあるわけなかろう、本堂氏。そうだね、他で口直しでもせんか。まだメインディッシュがありますんでね、太平洋食堂は残さず食べる。もう結構感情。いや、焦げ臭い。いか芸術的な生活は骨が折れるな。今はええ時代や。キリシタンも大手を振って歩ける。ではこれにて失礼。さあ、いこらいこら。おお、バルチック艦隊がどこに行ったんか。いや、それがどこに行ったのかわからんのや。あんまどえらい残してもったいない。ほんともろっていくか。お気に。丸焦げ食うてくれるかね。もちろんいただけよ。味わがりくらいはず。でどうします？このままじゃいけねえ。一つの皿でパンを分け合うて食えばと思うとったが、食うところまでいかんかったな。あなた、皆さんもうお帰りになりまして。おい、そんな紋付きを着てどうした？おばさまとお芝居の約束をしておりましたのを忘れていけません。いけないのはその紋付きだ。でもせっかくお下がりをお直ししましたのに似合いません。匂ったある。どえらい匂ったあるが、その紋付きとは平等に違反すると雑誌に書いたばかりだからしてわしのメンツが。丸つぶれ。じゃあ一体何を着たらよろしいの？この間集めたらどうした？あれは季節が過ぎました。もう秋も末。またお見立てくださいましな、三越で。おお、こうたるこうたる。では今日は東コートを着ます。すいません。それで目をつぶって。まったく仕方がないな。ごちそうさま。お3時にはカステラが焼いてございます。では行ってまいります。この間丸曲げをいかんと言うたらパラソルを買わされた。丸曲げこそが女人を家庭の囚われ人形とするシンボル。このテーブルにはまず
あなたと彼女が座るべきだった。なんか言うたかね。二人の男女、最小単位の結びつき、社会の始まり。頼みがある。あの騒ぎ、材木加工省の工場長が正規雇いに賃下げすると圧力をかけた。それで職工たちが怒って臨時雇いの新兵員を締め出しとる。危ない安い仕事ばかり押し付けようとして。やれやれ生存競争、弱肉強食か。人力が出る前にマルコを騒いでくれ。わしの坊主の言うことなんて誰も聞かん。無理じゃ。主義者の言うことなんぞもっと聞かん。好きであんたに頭を下げてるわけじゃない。もういい、もう頼む。特効薬が一つ。何？おい学生さん、そのトランクに銭がある。それを河原まで持ってってばらまきながら銀行が火事だぞーと叫べ。たちまち喧嘩なんざやめて火事場泥棒にゾロゾロ行くやろ。おい、一策がおったら手伝わせる。はい。開けたら閉める。世の中大抵のことは金で解決ができる。汚い。ああ、金の話を避けて通るなっちゅう意味や。あんた、なぜただでうちの門徒を見る？門徒の者らみんなあんたを神様じゃと拝んどる。茶道得意だろうな。おお、嬉しいさ。医者冥利に尽きる。やはり病気を治してイエスの教えをすり込もうというキリシタンのやり方じゃ汚い。ところがそうは問屋がおろさん。医者を3日やればわかるが、金持ちの病はほとんどが薬で治る。だからわしは処方箋を書いて金を取る。しかしわしが貧乏人にしてやれるのは、せいぜい死亡診断書を書いてやるぐらい。じゃあ治さんのか？治せんのさ。忍者の病は皆同じ。慢性的な栄養失調に過労不衛生。駆けつけたところでもうなすすべがない。それで死亡診断書を書いて帰る。それで金が受け取れるか。ではどうすると？香典じゃと返すのさ。その金で葬式坊主呼んだ方がよっぽど気が利いとる。葬式坊主？確かにわしは伏せで食うと。それはいかんというのか？いかんとは言わん。いや言うた。弔いをして貧しい者から金を取るこのわしを。では聞くが、貧困は不治の病か前者の報いか。社会の病を救う法とはいかに。あんたの生阿弥陀仏は貧困を救えるのか。救えるわけがない。所詮この世は金。ほれ、本音が出た。バカにするな。わしはこの世のご利益のために信心しとるわけじゃない。そんなものはペテンじゃ。よう言うた。しかしわしはこの世で利益が欲しい。このパンをあっという間に5000の人に食わすイエスの手品が見とうてたまらん。もういい。わしは全てを他力に生阿弥陀仏にお任せしておる。ブツ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 うるさいな、この石頭め。どうせわしはブツブツ言うぐらいしか脳がない。そんなになってな動画。よしよし、いい子にしろよ。心配すんな。おい、河原どうなった？あら？そんなことより赤髪が来るかもしれない。うるさいババ。なめな。嫌でも何でも来るときは来る。もうこんなことやっちゃいられない。36件逃げるにしかず。だからボボをよろしく。お前は犬の心配よりも世界の平和を心配しろ。今日ようやく悟りました。自分の命あっての世界平和です。どこへ向かう気かは知らんが、お前にはまだ人生の方角が見えとらん。大金持ちというのはある意味大変な不幸や。そう、不幸だった。金持ちは天国の門を通り抜けられない。耳にタゴができるほど聞かされた。今でも忘れられないのは、雨の降る辻でキリストを説き続ける父の痩せた背中、母の涙声。なんとひどい親か。自分の子供には目もくれず、着古した馬にさえ小じに与えて喜びに震えていた。結局父は僕に何も残さなかった。何やと？父母が死んで金持ちの祖母に引き取られて、僕はようやく腹いっぱいの飯を食えるようになった。つくづく思いましたね。ああ、金持ちでよかった。いや、ヘイリーさん、こいつはすっかりスポイルされちまった。おじさんこそ
いつまでこんな空騒ぎを続ける気ですか？わからん。わからん？バッカバカしい。シンガポール、確かビザがいりませんよね。安定しろ。ボブを頼みましたよ。奥さんを大事になさい。大事にしとるわい。開けたら閉める。ああいうの新時代の若者というのかね。高等遊民というそうや。労働の意味を知らんのや。ドクトル、あんた学があるさか教えてくれんか。なぜうちの門と昔から一人あらずと公募理不尽に差別を受けるのか。この文明の世でも理屈が通るように説明してくれ。単なる迷信や。それじゃ答えになっとらん。理屈なんぞ後からこしらえたようなもんや。だいたい進化論のダーウィン曰く人の大元は猿から進化したといいや。猿？ああや、上心寺も所長さんも久保さんもその上も皆同じ。人の上にも下にも人がおるっちゅう迷信に踊らされただけ。なまりダーウィンとはなんと恐ろしいものよ。よし、明日からその進化論の教えを解こう。やめとけ。不敬罪でしょっぴかれるぞ。いやしかし聞いたらもう止められん。あんたそのままブツブツやっとれ。いやブツやっとってももうどういうわけか横文字を聞くとこの今朝が古臭くなって。いや、いっそのことその今朝をピッカピッカのに変えてみたらどうかね。ピッカピカわしをバカにする気か。人の意見も先入観の声が邪魔して聞かぬ目に。みんないいやりよ。よそから来た者がここまでする方が不思議やと。近くて来たわけではない。わしは菓子屋のせがれで、この熊野の百里市を寺を持てる場所はここしかなかった。あんた偉い。大概の者ら上下があると思いやる。偉い。それを偉いと思うあんたはその上下がどっかにまだある。みんな酒を争って銭を拾いながらな。なんだ葬式まんじゅうあるわ。葬式まんじゅう？喧嘩騒ぎはどうだった。もう手打ちになったわ。とっくに酒飲んで騒いでるぜ。カッパさんのおかげで助かりました。もうイナラブ栗からもも相手に大したもんです。しばらくしばら俺でも一発がなや。それにあの銭つこたら一発やもな。ヤクザもんが肩で風切って偉そうに。早玉大社もにぎわった後で町中の坊主が敵国大佐の祈祷ばしやった。あれ上心寺は呼ばれたんだんかのうるさい。戦に勝たせるだのロシアを滅ぼすだの仏が迷惑するわ。生阿弥陀仏を人殺しの掛け声にされてはたまらん。まあ生笠坊主のお経で浮かばれるとは誰も思わんわ。振る舞い先にハエがたがっとるようなもんやろ。おドクトル、さっきあっこの角でな巡査が張り番しやったぞ。どこぞの大悪党でもあるんかいね。ダチンや、その張り番にお精が出ますねと握らせてこい。おおきに猫ばばすなよ、すぐバレるさか。ねえもう一回俺行ってくる開けたら閉める。茶屋町では三味線の音、製材所には労働者が何千もうごめき、町の銀行には札束がうなる。先ほど無礼を。いえ、高萩さん、あなたほどの尊い行いはこの町では珍しい。その勇気も。勇気？やめてくれ。わしはただ戦をするなという声に従うとるだけじゃ。あんたには聞こえんのか？まあまあ、神さん違うても坊主は坊主。巨神短会に行こう。巨神もええが、救うと思うた途端に誰でも自分を偉く思う。それが一番つらい。ではごめん。
ああ、目を覚めた。さてと、店じまいとするか。次はどんな料理を？次、残った肉はどうするか。おう、待っとれ。すぐ支度する。あれは？金のない者はああやって往診を頼みに来る。お前。おりゃええもんもろた。パンにテールに筋に骨、これを煮込むと需要のあるスープが取れる。ドクタル、ここでしか食べられない料理を作るというのはどうです？一口食べれば友愛が芽生えるような。自由平等博愛のレシピというわけか。そう、あなたはうまい料理を作るだけ、あとは全部奥様に任せましょう。そうすればきっと。あんたここ手伝ってはくれんかね。私が？ダメかね。いえ、もう今回はこれでおいとませねば。必ずまた参りますが。ああ、失礼。おい、ばあさん。大したもてなしもできなかった。また来てください。エニタイムウェルカムです。必ず心躍る一日でした。わしも日暮れ前に川を越えねばならん。では。あと頼むわ。私は分からなかった。当時ドクトルのくれまどう心が見ていたもの。今でも。マッチはいかが？マッチはいかが？一つくれ。あなたはなぜ暗がりにばかり目を向けるのです？さて、なぜと言われましても、つむじ曲がりのへそ曲がりの天の弱ゆえ。その薄暗い奥底を知りたいと言ったら。まあこのわしにも人に言えぬようなことはいくらでもある。それをぜひ一つ。聞きたいのか。ええ。昔前科者というお命に耐えかねてわしは日本を逃げ出した。判決を申し渡す。被告人大星清之助、重禁錮50日180日の保護観察処分を申し付ける。明治21年9月20日東京地方裁判所。あの若者は？あの頃私は同志社を出たばかり。東京へ遊び吉原遊郭で放蕩の末友人の洋書を盗み質に入れた。当時親代わりの兄は私をひどく叱責した。清之助、なぜ他人のものに手を出した？清之助よ、悔い改めよ。所詮世の中は金。何をする気にもなれない。あなたそれで鬱憤は晴れました？世の中への不満を小さな盗みに変えて。いいえ、渇きの連続、愚かで傲慢。兄さん、絶対なる神などいない。神も国もこっちから願い下げだ。私はアメリカ行きの船に乗り皿洗いをしながらシアトルへ住み込みのボーイとなって。ハウスワークの毎日。驚いたことにこの家のアメリカ人は黄色いジャップを差別しない。しかも勉学さえすれば誰でも医者になれる。兄さん、とうとうオレゴン大学医学部に編入しました。私はヒポクラテスに誓った。自由人と奴隷、男女の別なく医術を施すと。必ず医者になります。だがオレゴンに届いた知らせは。兄さん！明治24年濃尾地震マグニチュード 8.0。 教会のレンガの雨に打ち砕かれて。清之助よ、我らは神から幸福をいただいた。不幸もまたいただこうではないか。
私はついに廃教者、いえ無神論者になりました。そしてあなたは医学に飽き足らず神に代わる何かを求めた。新しい何か、人々を救済する何か、神ではない何か。世界中のあちこち、アメリカ、カナダ、シンガポール、ボンベイ。ボンベイ。そこで私は何度も地面に叩きつけられた。暑い。ここは暑すぎる。灼熱の大地、太陽がうがつ暗黒の大陸。あれ何です？鳥。ハゲワシだ。死肉を食らう墓場の番人。あ、水をくれ。暑くてたまらん。あそこに人が。こっちにも。大方行き倒れさ。よし、水をやろう。おい、水売り、水をくれ。金なら払う。あった。そいつは絶対に井戸の水を汲んじゃいけねえ生まれなんでさ。生まれ。前世の報いよ。触れば汚れるカーストだ。バカバカしい。おい、さあ、しかし、早くの。死んでようやく抜け出せる。なぜ変えようとしない？変える？あんた自分の罪汚れが見えないんですかい？変えてみせるさ。類々たる生き倒れ。カースト制度が人々の抵抗を奪い、輪廻の鎖にはめ込んでいく。その上からイギリスが根こそぎ奪い去り、西洋文明を押し売りする。残るのは乾いた大地。おい、しっかりしろ。さあ、目を覚まし。しっかりしろ。迷信を信じる。ありがとうございます。いつかは自由と民主主義が勝つ。もっとくださレボリューション。神に代わるものと、この世を変えるものと。システム。神でも英雄でもない名もなき人々が作り出すシステム。あなたはそれを信じますか？信じる？いや、やるのさ。さあ、明かりを。何が見えますか？見えぬふりをしていた私のすぐ足元。ほら、いましたよ。似たものが。天阿弥陀仏は御仏の救いの声である。ブッダは何故に自らの王国を捨てられたのか。ところが私はどうしても自分の寺が欲しかった。80円でいいよ、80円。あんたも物好きなこんな寺に。これでようやく自分の檀家が持てる。単価ねえ、単価。あ、そうだ。今晩早速山向こうに通夜があるさかい。はいを言っとくれ。それは山肌に寄り集まった部落でした。私はすぐにピンときた。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。お勤めご苦労様でございます。つまらぬものですが、どうぞお召し上がりください。どうぞどうぞご遠慮なく。これはどうしたことか。いや、腹が空いてないのでどうにも食えぬ。では男に。この匂
寝られない寝られない。世の中には食べられないで悲しみ、寝る場所もない者も大勢いるというのに、この苦しみはどうだ。生阿弥陀仏。ではお嬢様わずかばかりのお布施でございます。助けてくれ。これだけはくれましたやろ、これだけは。口ではありがたいと言いながら、あまりの貧しさ不潔さに震えが止まらない。ほなさいなら。盗っ人へ。隠れてするは商人、せぬは仏。本物の仏ならあれを地層だと喜んで食べ床につくかもしれない。だがわしにはできない。このポンプは悟りからもほど遠く、生阿弥陀仏をこね回すだけ。生阿弥陀ご覧なさい、あのわらあがき。ああ、なれるのか。あなた自分の嘘に気づいた統計。しかし何かせずにはおれんのです。骨と皮に痩せ衰えた親子が私のところへ来て、薬ではなくまず一杯の飯をくれと言われた時、目に一滴の涙も浮かばぬ者は人ではない。ましてや医者であれば社会の欠陥に憤るはずだ。マッチはいかが。一つくれ。ありがとう。マッチはいかが。全部くれ。嬉しい。これでうちに帰れる。今日は帰れん。明日はどうする。あの娘が生き延びて次に売るのは。マッチおいでおいで。あの娘を救ってもこの世の何百万何千万という貧者を救うことはできない。しかしそれを宿命と諦めて一切を忘れて暮らすことができるのか。実に玉泉苦害闇夜ではありませんか。マッチ売りの少女が見おる理由。それは貧困ですよ。それを見て見ぬふりをするばかりか、資本家のためにしか働かない政治、それがこの大日本帝国の素顔です。そしてそれがこの帝国主義の戦争の正体なのです。我らは断固として戦争を否認する。キリストが降臨して1900年経ったこの20世紀の現実とは、満州の荒野で向かい合う日本とロシアの軍隊。この瞬間も狂犬さながらに血を求め殺し合う事実。誰もこの戦争という人食い鬼を滅ぼすことはできない。中野清六君の出世を祝し万歳三唱。万歳万歳万歳。おっさま、お国のために殺生しても極楽へ行けるんかいの。おお、いけるいける。お国のために敵を殺すことは罪ではない。死ねば極楽。やっつけろ。ありがたや生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。極楽往生できるのか。この国賊め。仏の極楽世界に大義のために戦争を起こしたやつは聞いたことがない。諸君よ、今こそ願わくは我と共に生阿弥陀仏を途絶えたまえ。我がい号内へ大日本帝国海軍バルチック艦隊を撃破。日本海海戦に大勝利。大日本帝国万歳。大日本帝国正義の試合に勝ったぞ。お国のために10万の男を犠牲にして勝ったと喜ぶ社会、そして世界の半分である女を虐げる社会。剣と弾丸、女の敵に向けるものはそれだけではありません。男子のすなる新聞記者を女子にもできるはずはないと、この神崎遊月、信念と希望の2つを貫くことにいたしました。人を殺し殺されるためだけに行く兵士とは単に一個のマシーンでしかない。靖国の命令となる人生、自動機械になり果てる人生、それもこの社会、いや国家に消費される犠牲なのだ。阿弥陀仏、
帝国の親民ではなく浄土の住人足らんとするこのゴンプに光明をお与えください。命の灯るつかの間、我らに与えられた一度限りの人生を泣き笑う。それはこの戦争という怪物に食い殺されるためだったのか。人間は未来に背を向けて進んでいる。見ることができるのはすでに起きた過去だけ。つまり誰もが今という地点を眺めながら、こうしてメッシーのように後ろ向きに進むことしかできないのです。やがて飲み込まれる渦はすでに私たちの後ろで音を立てて回り始めていたけれど、希望という明かりを掲げてあなた方は進んだ。ともかく日露戦争は終わり、人々は勝ち戦によった。しかしポーツマス条約調印式の当日、国民は怒り狂い、桂内閣は総辞職、日比谷の暴動が全国に飛び火。さて、あの N 町はどんな塩梅か。下手くそがり、あのポーツマスの子は何だ。人はアホにするにも程がある。要するに戦で勝って講和で負けた。ロシアに勝ったら30億が取れると新聞で言うたやないか。カラフトが半分ってどういうわけや。カラフトは大国か。これ以上戦争を続けたら日本は破産だ。こうは反対。こうなったら大臣らに天誅や。ほら、ボートが大臣の妾の家まで襲ってる。戦組かね。その上位、日本は一等国じゃ。じゃあ。この間の日韓協約で満州鉄道に両党半島の租借とくれば確実に大陸の利権は手に入れたわけだ。朝鮮は日本の植民地同然、あまり欲をかかぬ方がいい。しかし腹が収まらん。あんな政府など成敗してくれるわ。成敗。ただドクトルはまだ手あかんのか。ゆうべ役田出入りがあってまだ土蔵でオペをばしやります。オペ。こんなんだって切られてあるのをあっちこっちつないだり塗ったり売っちゃっとけばいいんや。出直そう。そうはいかん。まだこの月あるわだ。およ帰れ。うるせえババ、今言うとこじゃ。あらまあ議長様、久方ぶりやの。相変わらずお美しい。お上手。皆様今日はお揃いで。科学に文芸、家庭雑誌、マザース、アメリカの雑誌まで。最近はお若い方に読んでもらうとかで食堂を新聞縦覧所にしておりますのよ。奥方も辛労が多いやろな。食堂が潰れたと思うたらこうやって有害図書で危険相場を布教するとはな。おい君、これ発禁本だな。なんだわしが読みやるのに。創刊1周年記念号はマルクス・エンゲルス共産党宣言本邦初公開。たちまち発禁。お前地位は確かか。正気も正気。わしは今法律家を目指して勉強してる。今にびっくりすんなよ。カッパさん、今度中央大学にお入りになるんですって。おめでとうございます。ありがとうございます。ほう、いかななりが判事や検事になる世の中が来るとはの。世も末じゃ。いや、新時代はこうでなくては。君、名前は何と言ったかな。成田清志郎。これでも本軍の神童と呼ばれた。奥様、こっちは我慢さかゆっくりなはれ。体に触ったら大変や。お構いなく。成田君、近頃景気はどうかね。冷えたるよ。そやもんでいかなしもみんな大陸に出稼ぎしやる。鉱山も労働組でよういかん。もっと景気をパーッといかなの。県議会の方もいろいろ動きやるさか乗り遅れんようにせなな。ごめん、奥さん。そこで巡査がびっちり張り番しとるよ。お師様、ばあや何かお願い。塩でも巻いてやれ。そしたらそうしようか。この頃毎日息が詰まりますわ。毎日うるそうでかな。空き家ばかりの町内練り歩き。国家を守った靖国の英霊に恩をあだで返すんか。浅ましい。ババから子供までロシアからもっと取れとおめきよる。この頃は葬式にも呼ばれんようになった。ほう、おまんまの食い映画じゃの。おいカッパ、明日若いの集めろ。こうは反対で練り歩きや。日中こうは反対。
日露講和反対。日露講和反対。終わったぞ。おお、揃いも揃ったり。会長も浴びたる。昨夜派手な打ち入りがあってな。おい、ばあさん、麻酔が冷めたらすぐ追い出せ。お、先に一杯やらせてもらうよ。お、ビールどうかね。用が済んだらすぐ帰る。ああ、そうかい。近頃は何か書いてるのかね。書いても載せる新聞がない。平民社解散、下べら引っこ抜かれたようなもんや。こっちも苦戦してるよ。大本営発表がなくなって紙面が振るわ。そうか。この間の和歌山県美人投票、ありゃええ。わしは勝浦の芸者に1票入れたわ。恥ずかしいが確かに部数は伸びた。まあとにかく議長殿のご尽力でこの町にも支局ができる。とにかく主義の匂いのするものは嫌われるんでね。もっぱら和洋折衷料理やら菜食主義のレシピを考案中。料理の本でも出すのか。ハウスワーク侮るべからず。レシピとは生活の処方箋。女性解放は男子のハウスワークから。これ記事なんだ。世も末やな。厨房に入らざるどころか自分から尻に叱られたがる者がおるとはの。ああ、それもまた悪くないや。おお、それより昼飯は済んだかね。おい、いや、遠慮する。ここでは何を呼ばれても食べた気がせんさがの。おい、昨日のかき混ぜ寿司はまだあるか。はい、ございますが。これの作った寿司はうめえど。そんならぜひ頂戴いたしてくお願い申し上げ候。かしこまって候。わしは飯をもらいに来たわけではない。じゃあやらん。おい、伊坂、隠れとらんで出てこい。おじさんほっといてくれ。これは御同士。久しぶりやの。戦争中は雲隠れどこにおったんかの。僕は自分の選択に誇りを持ってます。それなら何も隠れていることはあるまい。さあお待ちどうさま。おお、これは手が込んでるね。五目八目何目だ。火加減が絶品。これだけはおじもかなうな。いつも同じ量もありませんの。いい加減ですの。この五目といえども火薬は無数、複雑回帰。こんにゃくは茹でこぼし、ごぼうにれんこん皮をむき、アクを取ったら酢にさらす。かんぴょうしいたけ、水に戻して細かく刻み、かつおと昆布で出汁を取り、醤油とみりんで煮含める。色はあくまで薄口に、卵は薄く、焦げ目はご法度、複さ包みか錦糸卵か。タイの全部と来た日にはなんでこんな面倒をこしらえる。だったらその出来上がった火薬を缶詰にしたらどうです。温かいご飯に混ぜるだけ。パテントを取って売り出したなら革命的なことになります。日本中で、いえ世界中で飛ぶように売れるに違いない。確かにレシピいらず。飯さえあれば家庭でも職場でもいわや戦場でも五目寿司だ。すぐできる。おい、こんにゃくのアク出しが足らんど。ここに缶詰工場ができたら一大産業革命。早くの缶詰、これぞ料理革命だな。皆さんぜひ一つやりましょう。よし、そんなら鉄道橋でなら。電信設備に道路も必要だ。どうも引っかかる。よし、では急げや。これはもうぐっと近代化するよ。砲弾の火薬と違って至って平和的。タイの小骨が入っとった。何かまだございまして。よし決まった。火薬の缶詰で世直し。まずはこのコーンビーフの缶詰をモデルに一つ考案しませんか。火薬の缶詰は真に革命的か。そんな難しい顔ばすな。それより今度の県議会でこの和歌山に連兵場を誘致する計画があってな。軍隊とくれば遊郭じゃ。遊郭の設置を知事が認可するのかね。ああ、ついに和歌山初の公認遊郭じゃ。我が町もぼやぼやしとったら遅れを取ると。ドクトル、ぜひ一回へ口利きを。かくれ。いや、どうしても聞いてもらうね。困る。遊郭ができたら便利になるぞ。除霊庫持ったら川向こうまで行かなあかんよ。カッパ、ラブだフリーダムだと叫ぶ現代の若者が人の売り返していいはずがなかろう。女郎がしねえ言うて俺がせんでも他がしやらなあ。御同士。いや僕はしない。
僕は絶対。やすは立派やの。わしは正直者やさか。そうとかどういうことやない。遊郭設置で税収も増える、人も来る、経済効果抜群。さあ YouTube と室タイムでこれを特集するように。一丁殿、いいかげん恥をしなさい。恥を片手に落ちる。編集長、鈴木を言うてみ。支局の面倒は誰が見るんな。俺、悪代官が町の広めをいたぶっておるわい。なんとでも言え。痛くも痒くもないわ。なんとも哀れなものよの。人を虐げて楽しみを覚えるとは。何やつ葬式まんじゅうが。遊郭に売られる貧しい女子、その無限地獄の苦しみをお前の母や姉妹に変えてはくれんのか。強いられて汚される者の痛みを哀れには思わんのかよ。そうか、お前らは思わんのか。そうかそうか。あ、なんとも哀れなものよの。生身が打つ、生身が打つ、生身が打つ。もうええ。地獄でもどこでも落ちてるわね。地獄じゃ閻魔じゃと脅迫されてはたまらん。編集長、支局はなしじゃ。ごちそうさま。おいカッパ、ここまでつけ。おしろ悪霊退散。あれ、本当に泣いてる。悪いかね。わしは泣き上手でな。編集長、ええのか。ようやくジャーナリストの面目が立ったよ。編入者の大先生は今どこに。アメリカ亡命先のサンフランシスコで命のウォッシング。美人投票を送ったら喜ぶぞ。だってうちに書かない。わしがあんたのとこに。ぜひ我が室タイムズで共に筆を振るってくれ。必ずや遊郭接種を阻止してやろう。それと支局をわしがもう加勢しないかね。このわしが名案だ。いいのか。よし、切り盛りするな。若いもんがやな。おっとママの散歩だ。そのわらに聞いてくれ。いや、よくよく考えたんだが、やはり生阿弥陀仏こそが社会改良じゃと覚えてならんのだ。それは面白い。いや違う。いや、わしが言うてるのはあんたらのマルクスとは違う。阿弥陀仏の前では人は皆同じ、絶対に平等じゃと仏は言うておる。素晴らしい。マルクスにインドのカレーがかかった。仏教と社会主義の折衷だ。カレー味のマルクス。そんな大雑把でええのか。ええ何でも合わせてみて新しい味が生まれる。この間も味噌汁にカレーを入れてみたが案外いけた。折衷結構いいとこ取りだな。それにバターを一さじ加えるとまたコクが出て。バターとくれば洋食も入って素晴らしい。教会もだ。教会といえばクリスチャンか。よし、早速教会で学術演説をしよう。大は遊郭設置の害について。下巻臨病梅毒の三大性病は目に見えない小さな細菌によって引き起こされ、その細菌は大日本帝国その細菌は大日本帝国危ない。あんまりバンダイバンダイで耳がおかしくなった。だんだんバンダイが漫才に聞こえてきて、しまいには危ないで。万歳万歳漫才漫才まんまいあんまいあんまい危ない危ない危ないか。これだわわしは
名前で昭和しよう。では皆さん、とんだ一等国となりました。危ない参照をご唱和願います。大日本帝国、危ない危ない危ない笑った久しぶりに笑った笑いに来たんだ、なかなか。笑いに来たらさ笑っているのか。何をしに来たのか忘れておる。ドクター、これを返せよ。明星の9月号、1年以上長々と大きに長生きしたな。与謝野明子もだいぶ角が取れて丸くなった。これは女子の似顔絵。なかなか白井さん、あっこ女子の似顔絵。あっこ、与謝野明子かい。おっと、これ遺作が書いたのか。返せ。見たら返せ。どっかでどうしたわけ。おい、ビールくれ、乾杯だ。あらま、おビールにはまだ日が高うございますわよ。何かございまして。祝いじゃよ。今度上心寺が嫁を取るらしい。ほれ、似顔絵をご披露くださった。それはおめでとうございます。すぐにおビールをお持ちいたします。それはめでたい。なぜもっと早く言わんのか。まずはマルクス・ブッダ連合の結成会だ。こんなに散らかして子供みたい。もうすぐダディになるっていうのに。あら、しのぶれど明子女子に会って楽しや恋心。まあ字余り募る思いのときめきや恋ね。ごめんください。まああの時の沖田三郎です。この度この町の牧師として正式に赴任いたしました。まあおめでとうございます。さあさあ奥へ奥へ。皆さんお揃いですわ。皆さん、皆さん、あなた牧師様がいらっしゃいました。教会に牧師様が。さあ、これより大いなる試練が始まります。N 町で、東京で、日本中で。このような時期にお越しくださりどうもありがとうございます。なあ所長なあ張り切ってありますね。ただいまご紹介に預かりました総支配人の金田でございます。このような高いところから皆様方にご挨拶を申し上げる栄誉を賜りまして誠に恐悦至極であります。景気回復、地方行政の充実のために我が町への遊郭誘致運動の先頭に立ちまして粉骨細心努力いたしてまいりました。おかげをもちましてここ早玉大社の向かい
三本杉遊郭がめでたく開業の運びとなりましたこと厚く御礼申し上げます。欧州衛生性犯罪の予防のためにもこの金田一蔵警察署長の職務を投げ打ち総支配人を務める所存にございます。町民の皆様の末永いごひいきを賜りますよう隅から隅までずずずいとお願いあげたて祭ります。ちょっと待った！いやおいお前らもうなかなかピチパクしゃべるなってお前何しゃべっとんねんお前ほんますませんね皆さんねほんと謝れ！それでは皆さんご注目ください。日本のジャンヌ・ダルクここに健在和歌山県下の女子に激戦。私室タイムズ編集代理神崎雄月はこの遊郭設置を黙って見過ごすわけにはいきません。哀れぬべき貧しき婦女子に公然と買収を強要するこの大暴虐をなす者は一体何人でありましょう。和歌山県知事清須家則伯爵これこそ高顔無知人面重心の冷血動物なれ。ロシアに勝って一等国に進んだとかなんとか口で文明を叫ぶ日本が公然買収を奨励するとはなんたるたわけなんたる矛盾でありましょう。それでは皆さん開業を記念いたしまして危ない三種ご賞願います。カッポ三本杉遊郭危お食金でもね管理侮辱罪じゃ全員お縄を頂戴しろ。そうはいかなまないき明治39年1月西園寺内閣が成立すると世の中はちょっとした小春日和となり日本社会党までも許可されました。 N 町では遊郭問題がまさに戦いの場となり町中でけんけんごうごうが繰り広げられておりました。日本で2人目か3人目の婦人記者まで現れた。青年たちも進歩したようです。ドクトルはといえば最近ますます料理に没頭。最新のレシピは万年カレー。それから彼も父親になりました。ほらあんたそれ終わったら林薬師に伝票届けるんやで。山奥でまたこれら出た言うかな。恐ろしいよ。沖田さんあなたはもう見たか。古輪の門の向こう朝日に輝く遊女の腰巻き姿あふれる裸体。しかし猫も小学生もそこを通る。小学生だけじゃない。早玉大社にお参りの善男善女の出会う景色おかげでお賽銭も増えたとか。それでいいわけがないでしょ。由々しき問題です。これぞまさしく自然主義。何？あ、頼むがどうか頼む。どうしましたか高木さん。沖田さん、この町ではもうあんたしかわしの話を聞いてくれる坊主はおらん。落ち着いても本当にせっかちなんだ。わしも落ち着いたんや。もう怒りがぐらぐら湧いてきて。うわ熱い噴火直前だ。こうなっては直接行動でなければダメだ。わしは諦めん。直接行動？平和主義はどこ行ったんです？口で言うだけでは何も変わらん。分かったから手を離してください。せめてさん、わしは逃げも隠れもせん。随分と噂になってますよお二人は。しかも奇妙な。ラジカルシェ
潰れるようなのは元からあきまへん。神崎さん、でもどうしましょう。営業妨害で訴えるとか。確かに万歳と聞こえてんから気にすることあらへんな、カッパさん。おお、ゆうげつさん、編集長代理ご苦労様でした。ご苦労様でした。おおきに豚箱入りの編集長さんもじきに出てきはるし、立派な印刷機まで買うてものうたんやから頑張らな。ラジカル社、せいぜい名前負けせんように決まってや。おお、神崎優月が抜けたら不抜けだと言われるようやる気したるぞ。でもまさかサイアン先生が懲役なんて。経済に管理侮辱罪、何のかんの引っ張ってくやり口です。奥さんもこれからは気ぃつけんとあきまへんよ。はい、それにしてもこんな大変なことを人に押し付けて、肝心の本人は東京へ行ったっけで、本当に新聞社の支局なんて大丈夫かしら。わしがここを預かったからには奥さんは大船に乗ってくれたら田辺の本社の取り次ぎ、宣伝広告、周期も一手に引き受けたら、これもな法律をかじってるさか、世間のことはよう知っとるわで。本当に申し訳ありません。カッパさん、あんたみたいに東京の学校までで田舎で活動するにはなかなかできんことや。先が楽しみよね。末は判事か大臣じゃと皆でいいやったのにあかんぜ。あれどうしましたるぞ。法律は強い者のためにのみにある。それからわしはこの太平洋を望むこの町から吠えたるぞ。くそったる東京よっカッパすいません。しかし遊郭できてしもうて面白ないの。何を反対運動したらええか。正義力いくらでもある。女郎社会の不死だと思ってるやつらこそ罪悪だと訴えといかん。そうやそうや、やったのな。この間のドクトルの演説会、早玉座に1000人詰めかけて鉄火魔のようじゃった。絡まり合った不平不満が出口を探して大騒をしてやる。ドクトルの演説であちこちに風穴が開くというわけです。古いもんと新しいもんが日本中でせめぎ合うてる。この町も沸騰直前なんでしょうね。このまま優月さんがおってくれたら鬼に金棒じゃ。あんた今うちのことを鬼瓦みたいに言ってたね。誰が鬼で金棒や。こんな恐ろしい女して見たことないわだ。タイムズの優月言うたら百人も一目置いてある。女子の鋭い鉄砲にかなう男はないの。しっかりせんた。あんたらこそ心の中の一番燃えやすい場所を探したらいいだけや。それでも男か。君たち、世界中でこういう新しい女性が流行だ。アメリカでもあなたのような女が演説しているのを見かけました。よっぽど世界中はあかんのでしょう。大体万人平等言うて女が入ってへんのはおかしいと思いませんか。伊作さん、どない思ってます？僕は違いますが、妻や妾を所有物と思っている男が大半です。女権はどこまで許すべきか。許すとか許さへんとかがお笑い草です。なぜ女ばかりが損をする。法律は男が作ったから。ご名答、さすがカッパさん。冷蔵なき男子、堕落せる男子を排斥せよ。まあ、そんなくわだれねあなたは何を武器に戦います？アメリカでは女も銃を使うし、ロシアには女テロリストもいる。武器。そうやね。武器ならこの肘鉄砲がええでしょう。肘？肘は枕以外にも使い道があります。この肘鉄砲を婦人の権利保護のために使えば、女も結婚という一色たりたる霊獣に甘んじることもありません。皆様、せっかくですからお昼をご一緒に。本日も万年カレー。あたり、この間から鍋いっぱいに作りましてよ。どなたが何人来てもよろしいように。奥様、お気遣いさせてしまって。さあテーブルへ。さあ並んでライスば持ったらカレーばかけてね。おばのカレーは本場ものです。何しろおじの仕込みがよろしくて。ここだけの話、何でも入れてしまえるから重宝でよか。いやラジカル社みたいやわ。いろんなのが寄せ集まって。はい、どうぞ。おおきにいただきます。おいしい。
あなたがこれ以上燃え上がったら辺り一面火の海だ。伊作さん冗談が過ぎますわよ。あいにく現代の進歩的女性は八百屋お七のように恋に狂って火などつけたりしません。私の武器は肘鉄砲と剣論。これで男以上に戦ってみせます。おじはインドでカレーと革命を覚えてきました。今はこんな五目寿司の火薬の缶詰を考案中。革命言うたらもっと勇ましいこと言う人が多いのに、ドクトルさんらしいわ。主義なんてのは一枚はレシピの一つなんでしょうね。主義たるは及ばざるがごとし。これぞ現代的ブルジョワ青年の見本。否定しないよ。大体僕は働いたことがない。食うために金を稼いだことがない。もちろんおじさんの手伝いはした。平民文化も持った。しかしそれは興味の上の問題さ。なんてこと言うの。ジェラシーが湧いてきた。あなたのフリーダム、とびきりの自由。完全なる自由とは案外退屈で自堕落なものですよ。自由万歳。困った人ですわ。奥さん、こないして新聞出してもな、悪いやつは痛くも痒くもない。世の中がおかしい。この社会に道理はないと声を枯らしても、所詮は一体どないすればええんでしょう。女は。私は無学で、あなたのように婦人記者をなさるような方にはおかしく思われるでしょうね。赤いかぶりです。うちみたいな女が一人で世間を当たろう思ったら、物書きか芸者になるか、どっちかです。奥さんは自由をご存知では、恋をご存知？沖田さん、何でも手伝うと言ったじゃないか。どうしました？車の大門の前に立って、どこの誰がいつ車に上がったか手帳につけて白日のもとにさらしてやる。奥様お座りになって。だから殴られたんでしょ。下手をしたら訴えられるかもしれない。痛くも痒くもない女郎の痛みに比べれば、あいたー、いやあんたも上に追い立てられて泥水に沈む女郎、奴隷のように働く女ら、あれらを一刻も早くそこから救ってやりたいとは思わんのか。高萩さん、いずれはたくさんの石が降ってくる。あなたにも私にもあちこちから。どうせわしは身をさらすことしかできんアホじゃ。撃ちたければ撃て。あんた何が怖い？熱烈に愛し合う夫婦が愛情だけを頼みに社会のために全てを捧げ、その務めを終わりたる日、幹事として愛抱いて上司をなす。これぞ私の理想。上司。強き上司。もちろんそんな人がおるわけないから、天下太平ご安心を。さてと、荷造りもせんならんから田辺に戻ります。ドクトルさんによろしゅうお伝えください。また東京の平民社のあたりでお会いすることもあるでしょう。道中お気をつけて。お体大事にしはってね。ほな皆さん、それでは失礼します。よーし、よく逃げたら危ないことしてやる。行くぞ。おい、これ。おっさまの眠ってすっきりするわ。そうか、それは申し訳ない。強き上司。あんな女の人初めて見た。弱き者よ。汝の名は女なり。何をそんなに見ているんです？人間を見ていただけですよ。2種類の女性と言いますかね。あなたも少しは聖書をお読みになったらいかが？マヤお客様あれらも今遊郭反対やってるが、生きてるうちには女の理解を喜ぶこともあるだろうさ。人は少しずつしか変われない。祈ることしか私には。あんたは幸せもんじゃ。わしは何事かをせねば、この身の置きどころが、不正に頼るこの身が
情けない。もう辛抱がたまらん。この世で浄土が見たいと思うようになってしもうた。何かありましたね。民が身売りした。清六死んで子供と年寄り抱えて言うてもくれなんだ。一体わしはどうしたらええのか。皆さん、今日はタガが外れちまってる。これぞ自然主義だ。今朝方も車の大門の前に立っとると、死んだ女郎が桶に入れられて大橋車で運び出された。女郎は往生できようか。今ならあなたはどんなささやきにも耳を貸すでしょうね。そう、昔っから大本家を聞けばそれに、日蓮やその説教を聞けば右往左往、そしてそれを聞きかじっては講座で説教する坊主じゃった。なんと弱い、なんと悟らぬものだのう。凡夫のあなた、その周りをうろつく私、神を説きながら結局は自分の庭から踏み出せない。ものを一つも知らぬ役立たずのわし。どこかにきっと明かりはあります。私たちが目指す明かり、明るみを目指しましょう。暗い、闇じゃ。辺り一面闇夜じゃ。誰かわしの手を引いていってはくれんのか。革命は近づけり、革命は近づけり、立てよ白国ランルの子、覚めよ市政よ緊急時、見よ我が自由の楽園を、蹂躙したるは何者ぞ。明治41年6月22日、赤旗事件を起こる。刑務所を出所した仲間の歓迎会に集った平民者の若者たち。そのたわいもない赤い旗の取り合い、権力側はそのチャンスを逃さなかった。戦後の経済の行き詰まりで西園寺内閣も崖っぷち、一気に迫害を強めた。平民者にはあの女性記者神崎幽月の姿も。大先生はさていつこに。皇徳先生のお付きです。いやよくいらっしゃいました。ドクトル、またご好意に甘えるよ。アメリカ亡命生活の疲れは癒えましたかな。だいぶ故郷で人間らしくなったがね。土佐日記のままの波よ嵐よどんぶらこと風流を気取ったまではよかったが、早速港で大勢出迎えてくれたよ。おお、義理がたいポリスじゃ。よくいらっしゃいました。また厄介になりますよ。ドクトルにはアメリカ逃亡の折にも大いなるカンパを頂戴し、こうして再び面倒をかける。誠にかたじけない。しかし相変わらずビューティフル。アメリカ帰りは世辞と女芝居が軽くなる。お昼はどういたしましょう。混ぜ寿司をこしらえます。ご無礼だな。それと柏のスープかな。とにかく需要のつくもの。まずはあれで涼んでもらおう。はい、ただいそっちどうや。ま。車いです。ご苦労、ボスと牧師よ。へい。開けたら閉める。ご妻女の具合は。お千代はリウマチがひどくてね、生きているのが精一杯。そばについていてやりたいが、赤旗事件の裁判が始まる。まあここでは面倒くさいことは忘れておしまいなさい。ゆったりと養生すればまた違ってくる。警察はもはや狂った犬さ。同志14名を捕獲し、無関係な神崎女子まで引っ張っていく無法ぶりだ。しかしまあやってくれたもんだ。この時局に革命を叫び、無政府共産の赤旗を立てて練り歩けばどうなるか。これで頼りになりそうなものは全滅。デモぐらいで逮捕とはご立派な近代国家になりましたな。ああ、この迫害は全くひどい。それでも文字を書き、社会に物を申さんという炎はやみがたい。
上京したらクロポトキンの翻訳も出版しなければならない。出版費用のことはまたご相談ください。そんなに思い詰めては治るものも治りません。ありがたいありがたい。地獄に仏だ。まずはこちらへ。失礼。安心だ。こんな安心はついぞない。さあ、とんだインチキ術かもしれませんよ。藪医者がこんな財を築けるかい。はい、口を大きく開けて。君はなぜここまで私を助ける？お子さんがあったら社会主義なんて気味の悪いことはなさらないでしょうなんて誰かに言われたが、君を見ているとそういうものかと。活気はなしと。口では何とでも言えましょうがヒューマニズムということにしときましょうかね。私はそれほど価値があるかい？誰にでもできることじゃない。あなたあってのソーシャル。おい最後、さあ薬を。さあどうぞ。あ、これは珍しい。アイスクリーム機を手に入れましてな。ここらでは牛を飼っとるので新鮮なミルクも豊富。生き返る。それにしてもドクトルの「Life is beautiful, Wife is beautiful」私はしくじったんです。しくじった？お千代はバカではないが古い女だ。私の主義に添い遂げる器もない。私を器量好みだとかいう輩がいますが、欲しいのは情熱。触ればやけどするほどの。あっつい。お熱ございました？あ、猫舌でね、つい口が。腹に冷たい心を隠し何をアイスと口に言う。しかし女ほど愚痴が多い生き物はないね。女とは愚痴の塊。浄瑠璃みたいな生き物だ。浄瑠璃みたいな女はもう流行りませんよ。当節はイプセンのノラだのヘッダガブラーだの旦那を出し抜いてこそ女の道。おい先に風呂だ。はいだ。教会へ参ります。終わっちゃった角が出た。可愛いもんだ。やはりフリーラブだ。自由恋愛万歳。私の合理主義的考えでは一夫一夫制の方が手っ取り早い。まあ結婚とは恋愛の最終判決みたいなもんですな。その通り。自由恋愛言うはやすし、するは堅し。妻は茶漬けだと死んだ友人が言っていたが、毎日茶漬けばかりでは腹が空いてついつまみ食いをしたくなる。いやー、なかなか主義と実行は一致しませんな。平和主義者でも血の滴るレアステーキが欲しくてたまらない時もある。やっぱりそうかい？はい。おかしいな。ほら、だいぶ顔色が違う。病は気からと言います。さすが名医だ。お、これは面白いね。革命を語る夜更けやホトトギス。ここらは猫も杓子も文芸熱が高くてね。昨年は明星の鉄寛先生もいらして盛大な講演会もやりましたよ。熊野詣か。さすが明星歌人は風流だな。いやいや、明星も今や暗黒性。鉄寛の歌さえ古いと人に言われる。きっと先生の時代も来る。それまでは達者でいたいもんだ。ところで君のエンサイクロペディアには爆裂弾の製法が載ってないかね。藪から棒に
たどうしました？いや、時々ロシアのようにいかぬものかと。2月の足尾銅山の暴動を見たかい。田中正造が鉱毒被害を数十年議会に訴え続け、天皇に直訴までして何が変わった？政府は汚染水が関東全域を汚しても何の手も打たず、銅山企業を守ったのだ。大臣は天下り、誰のための政府だ？あなたはまず誰の血を流そうというんです？資本家、それとも人民？血など見たくないよ。だがこの腐りきった議会に我々の代表を送ってどうなるというのだ？一体誰が我々を解放してくれるのか。今や欧米の投資は新しい手段を発見した。爆弾か、合口か、竹槍か、ダイレクトアクションさ。やめてくれ。暴力はいかん。絶対にダメだ。こんにちは。おお、待っとったぞ。こりゃ面白い取り合わせだな。高徳先生、お初にお目にかかります。私、あなたの非戦論には感動しました。それから平民新聞を読んで私どうもありがとう。しかしどうせならその古い価値観と同時にカビの生えた信仰も捨ててはどうかね。挑発には乗りません。まあまあ、ところで明日物見湯さんはどうです？他にも面白い連中を集めて船を仕立てるに言うたります。船？熊野川で夕涼みとシャレ込もうやないですか。川エビの天ぷらもおつですよ。ありがたい。命のウォッシングだ。君らも来るな。上心寺寺で談話会もやるぞ。それは光栄の極み。ぜひ先生のお話を頂戴したい。この町には新思想の演説を聞きたがっている者が大勢おります。ドクトルの演説会も立水の余地のないくらいのにぎわいでなあ。もちろん喜んで。あなたは寺でも血が吹き出るような話をするつもりですか？君はまさかスパイじゃ？違います。ただこの和尚は暴力が何よりも嫌いなのです。彼は非戦論者としてのあなたを尊敬するあまり、自分をある種の社会主義者だと思い込んでるんですよ。何を言うの？安心しろ。だが人の思想というものは常に進化するものさ。いずれはロシアのようなことも起きるかもしれんぞ。あなたは怖い。あなたの描く理想が怖くてたまらないのです。ではバイブルだけを読みたまれ。2000年変わらない君のバイブル。何も私は戦争をしろというわけじゃない。まあまあまあ、そのあたりで一番面白いところは談話会にとっておきましょう。何しろ我々は社会を良くしたいという一点で結びついている。なるほど。パンとバターにあんこを挟んでいるようなもんだな。いえ、マルクスにカレーとバターがかかっておるのです。わしはずっと社会改良をせねばならんと思っております。わしはあんまで稼いで学校へも行けぬ子供らに鉛筆や帳面やらを買うてやりたい。このやぶ医者も社会につける薬はないかと思うとるんですが、万能薬が見つからない。お客さん、お湯がグラグラに沸いたるさか。薬、劇薬ならこれだよ、これ。ここのラジカルは看板倒れだな。さあ、グラグラ風呂に入ってうまい飯でもいただくとするか。劇薬ね。わしの寺に高徳先生が来る。わしの寺に。あなたは何もかも信じすぎる。いや、今度こそこの世を変えるものかもしれん。わしはこの世で浄土が見たい。あんたは天国を持ち腐らそうとは思わんのか？小さいハッタイ！小さいハッタイ！その思う許すな！その思う許すな！えいえいぼー！えいえいぼー！えいえいぼー！毎度林薬師です。ご苦労さん。ご注文の品はこちらで。あっちどんなんだ。いやもう河原でだいぶ集まりあるで。大きな大きな。とにかく今日も外に出る方がいいわ。これもみんなバイキンのせいやで。バイキン。なら消毒薬は売りに行かなあかんな。よいしょと。そしたらおおきにつけてな。それ見せてちょうだい。こんなん見たら体にいいから貸して。紀州にて石炭運搬船のストライキ起こる。
200人の船頭。戸をきっちり閉めとかな。おい閉めるな。許可来るだ。生に言葉っておバチが当たらんのに。もうもうあんたもほらはよ帰り。もうこっちまでよ。僕らやった。よう寝とるな。寝顔がそっくりや。存じませんわ、自分の寝顔なんか。そんなに眉間にしわ寄せるとばあさん臭いぞ。30になればみんなおばあさんになります。この間教会の帰り道に往復の草履が脱げて見かけない男が拾って履かせてくれたんです。可愛いお嬢さんですねって。その前も向かいの角からじーっとこっちを。大方新しい所長の方針やろう。切れ者らしい。あなたよく平気な顔でそんなこと。おえよ。いいか、今の人間は賃金サラリーのために働かざるを得ん。巡査も所長も飯を食っていかねばならん。学者は授業を売り、坊主は度胸を売り、わしは史実を売り、芸者は媚びを売る。そうやって世の中は回る。お前も取り物を見たらあれも一種の経済活動だと思い。経済活動？お前が家事をしたり育児をしたりするのも経済活動の一種。どこにそんな夫婦がいるって言うんです。ではあなたがあれこれ人助けをするのも経済のためですか？おいおい。ねえ、普通の医者をしましょう。もっと穏やかに。事前なら教会の方だってなさいます。事前ならせんよ。なぜ？神様もおっしゃいます。貧しい方からはお金を取らない。お金持ちからはいただく。そういう親切なら私にもできますわ。では何も変わらん。お前がこの世界に住む限り因果は我が身に巡るのさ。何ですか因果って。話せば長いことながら、この資本主義の世では儲かるかどうか、それが善悪の道徳にとって変わる。そのために世界中は貧しい者と富める者とに分かれていくだろう。貧しい者は賃金のために一生働くさ。儲けは資本を肥やすだけ。必要。この大日本もそういう資本主義を選んだ以上、植民地を増やす戦争をじゃっとやり続けるしかない。それがこの私と何の関係があるんです？その上で成り立つ文明の豊かさを日本婦人のお前が当たり前だと思うなら、関係ございませんと高く食ってるわけにはいかんのや。何かご不満があるのならお暇をくださればいいのよ。お前に不満などないよ。また嘘をつく。わしがいつ嘘ついた？いつでも。ええ。あなたは子供です。平気で火遊びを喜ぶような。私は違います。たとえ不幸がこの町中にあふれても我が子だけは幸せにしたい。そんなに自分の子供だけにキューキューするな。ボンはおもちゃじゃない。そのうちに理想社会が来れば子供など皆で育てる日が来る。もうやめてください。悪いこと。ボン。小包です。誰からだ？箱根林泉寺内山工藤。知らんな。ああ、パンフレットですよ。赤旗事件入国記念無政府共産。この頃やたらとこういうのが来るな。待て！今すぐうちの元犯行にしたものを警察に突き出せ。あっかよ、スト破りじゃ。この門徒の者が裏切ったせいか袋にしたったそうでも船長、あれらは食え。まあ待て。弱い者を圧迫すればいずれは犯行に転じる。つまらん喧嘩一つでも連帯は続かんぞ。ドクトル、こんなやつまともに相手にせん方がいい。体現総合、博打は打つ女郎は買う、豪傑にでもなったつもりで肩で風切って歩いてるだけや。そうしましょう、引くのけ。ドクトル、団結か敗北かどっちかじゃ。力の強いもんが勝つということはどっかで泣く者がいるということや。それを見て見ぬふりをするとは。奥田さん、わしは金輪際ここへは来んぞ。どうしてんねん。おいドクトル、
あなたはこの先を考えてるのか？もちろんだ。おい成田、情勢はどうや？船頭らは逆に賃上げ要求を突きつけて一歩も引かん勢いじゃ。警察は今のところ様子見してやるわ。経営者どもだいぶ青なりやる。もうちょっとじゃ。ストに成功すればラジカル社はここにありと全国に知らんだろうだよ。ようも船頭らの手綱を束ねたもんやの。よう金使うたさな。スカーピの江戸やのおうよ、連帯や連帯。ようやった。それこそダイレクトアクションじゃ。珍しくドクトルに褒められた。わしだって褒めるときは褒める。人民言うとるだけではセミが鳴いとるのと変わらんからな。わしらにはドクトルがついたるさが腹がったかい。なぜにお前は貧乏する。訳を知らぬば聞かしょうか。天使金持ち大印、人の血を吸うた女を見せてみ。おドクトル、これ何の時期しやる。勝手にそれだ。下手に混ざると発火すると。アップしもんやろ。花火の火薬か。まあそんなもんや。それよりも何に詰めるかが問題や。教えてくれんか。みかんの皮じゃ誰にも言うなよ。ありえ今決死隊がボスモで乗り込むダンパしてやつが。はよ戻ってくれ。おお、ええか。ただの喧嘩沙汰にされたら負けや。ラジカル社の武器は言論や。あくまでも平和式だと。心配な。今夜の演説会頼むぞドクトル。もちろんや。やりきれよ。この成田命に変えてもやってたぞ。兄はよ。あんた待っとる。開けたら閉める。なぜあんたには関係ない。公だする。危険だと分かってるならなぜ。ほっとくのさ。あちこちから送られてくる勇ましい文句で過激に革命じゃーと書きつけて、届いた頃には書いてるやつのほとぼりは冷めてるもんや。それであなたは河原には行かないんですか？わしはすることがある。あなたは特別な思想家か医者だから財産家だから。今分かってもらおうとは思わん。わしが最後に目指すのはユートピア。それならそこへ一緒に行きましょうよ。自由平等博愛のレシピで世の中を変えていきましょう。覚えてますか？太平洋食堂開店の日、わずかの間でしたがみんながここに集った。あなたレシピを考えるはずだった。レシピは腐るほど書いた。ただその実行の仕方ができんのや。教えてください、そのレシピを。それがこれや。下手に開けると白い煙が出て浦島太郎になるぞ。おお、当たった。もう閉めるところです、議長さん。わしはこの間落選したから議長でも何でもない。今朝鉱山会社に届いた脅迫状や中身は大したことはない。問題はその丸善特製の原稿用紙。その原稿用紙の持ち主はこの町で。確かにわしだけですな。これによると炭鉱会社の不正を暴露するとありますが、どういうことでしょう？実は鉱山の株主から不正経理の疑いがあるとの訴えが出てあるそうや。今度の賃下げ問題もその帳尻合わせらしい。ではその不正を正してもらいましょう。さすればすとも穏便に。ドクトル、収まるところに収めるためには妥協もいる。とにかく今夜の演説会は絶対に注意してもらわなあかん。いや、不正はどうなります。それもみ消しに回るとは。この字に見覚えはありやなしや。汚いじゃな。とえら右肩が上がった他にも盛んにストある怪文書もばらまかれやる。これことによると治安警察法に触れますと。家宅捜索ならどうぞご自由に。そう突っぱねるな。わしらも穏便になるだけ穏便に済ませたい。不満分子を集めて
破壊じゃ破壊じゃと騒ぐあんたはもう四面楚歌や。不平不満があるから世の中は進歩する。見なさい、人類は石器時代から不平を積み重ねてここまで来たんです。せいちゃん、善良なる国民であるならば世の中を疑うなどとあってはならんのや。善良善良とは笑いますな。親に従い、役人に従い、警察に従い、めくらめっぽを服従する者はあんた方は善良と呼ぶ。善良なる国民と。この天の弱め、あんたこそこうしてわしらがここに来た心情を押し上がれるのか。この男は病気や逆らうことしか脳にない町民風情が腹岡裁く覚悟もなしに謀反などできようものか。現代の謀反とは貧者と青年を愛すること。青につける薬はないか。おったらノベル賞ダイナマイトだ。もう言うことは言うた。平和を生み出す害虫は根こそぎ退治してみせる。何がわかる。実験。実験。西洋献立も私も新聞もみんな実験。この暮らしのすべてが実験。取り返しがつくと思ってらっしゃるの？神様。あなたどこを見てるんです？遠い未来、未来の理想。そこであなたは何をなすのですか？何も。どうせわしなんてそんなもんさ。この明治42年がこの世の終わりでない限り、この先も失敗、敗北が繰り返される。負けて負け続けて、いつかは正義が来る。勝てなくても前に進まなくては、ただ声を上げる。その瞬間瞬間にだけは我々は刹那の勝利を手に入れている。それだけは誇れるはずよ。そしてあなたの未来は失われる。その勝利のために。ドクター勝ったぞ。全面勝利。成田、ほんまか？ほんまにほんまじゃ。会社が賃上げ入れてきた。おお、ようやったようやった。ああ、下がってるのに天保ぞ。ストライキに勝利。経営者は船乗りのデモ行進に恐れをなして逆に賃上げに成功。あのまんまにやめやめと思うやったら、誰かがストローにあり具合につけみよました。火を。あ、誰が？知らん。すぐに自分が資料を壊して逃げ出してしまった。およざまない。よし、次は会社幹部の退陣を要求する。おい、この勢いに頼む。ドクトル、演説をみんな待ってやる。おい、ばあさん。皆をすぐに解散させろ。ドクトル、成田、お前ほんまにようやった。警察は放火の犯人探して、それをお前にかぶせる気や。不正はもみ消されて。何言いやんの。どうしたんの。全面勝利やのに。革命は一ってもにはいかん。ひとまずこらえろ。笑わすな。わしの掛け声一つで労働者が突貫するんじゃ。あんたもそれ使うたらよろしいやな。一発やで。この火薬の。火薬の。要するにあんたは臆病者じゃな、ドクトル。もう前する。成田よ、本当の勝利は山ほど負けた後に来る。いいな。ブルジョアの没落とプロレタリアの勝利とは共に避けられない。えいえい、
この道彼は神など信じません。実際に主義さえも信じてはいません。彼が信じるものとは人間です。人間？人間。怠惰で傲慢、嫉妬深く強欲で汚れた、かくも弱き存在の人間。神様。名もなき人間、人々が作り出す幸福のシステム。それがあなた自身の幸福ではないかもしれない。ああ、沖田君。だがいつか必ず新しい時代がやってくる。そしてやがては塀も鉄格子もなくなるような明るい未来が来る。その未来の人たちに乾杯しよう。ユートピア。その前の刹那の敗北。沖田君、見えるかい？今やっと分かりました。私にはユートピアなど意味がないと。私は自分やあなた、その家族の幸福を一番に願う。私はユートピアの敵なのかもしれない。逃げなさい！今なら間に合うかもしれない。しかし彼は逃げなかった。そしてまた皆がユートピアのレシピを語り始めた。東京の平民者で、長野の材木工場で、日本中のそこかしこで。こないだの東京朝日新聞にも載りましたやけど、巣鴨の平民者には昼も夜も交代で4人ずつ監視が張り付いてます。出入りするもんは猿股、腹巻きまでひっくり返して調べられる。外に出れば犬みたいなんが四六時中ついて回って、ほんまにいやらしい。仕事をクビにもなるわけや。生きられへんわ。この権力の横暴を許すまじ。先生はだいぶくたびれはってますけど、なんと言うても天下の高徳秋水や。今日は紀州のドクトルさん、長野、熊本、全国の同志が集まっての騒会です。諸君、政府は私の手足である同志を順繰りに監獄へ閉じ込めて、この平民者を圧殺するつもりだ。せめてもの売分で日銭を稼ごうにも、もはや誰も私の筆を入れてはくれない。出版する者は発金、罰金、禁錮刑。こんな我らに一体誰が味方しようというのか。先生、我らのコリド同士の全力を傾けて必ず革命を成功させましょう。君は東北評論の新妻です。革命は近づけり、革命は近づけり、革命は近づけり。続きましては、一夜にして天下を取る方法、不便ながらも弁じます。いや、待ってました。諸君よ諸君、最後に残った秘策とは、これだけ貧富の差が開き、不景気強行天変地、さらにとんでもない世になれば一気暴動米騒動。さあさあ、今こそ革命だ。さあどうするどうする。そうなったらしっかりしたものを集めて財閥を襲い、米屋に銀行、諸官庁を焼き払う。一旦皇居の20橋を越えてしまえば、兵隊も恐れ多くて鉄砲を向けては来ぬはずだ。そしたらトントントンとその足で恐れ多くもお天使に、これ以降は無政府共産にするという直挙にハンコをもらえば、これぞ一夜にして天下を取れる方法なり。では皆様、全国の同志によろしく。これにて解散。高徳先生、お会いできて感激です。私は長野で職工をしておるものですが、国民の迷信を打破するには爆裂弾がありさえすればいいんです。高徳先生はどのようにお考えですか？まあ将来的にはそういうこともあるかもしれないが、そうだ、森近君に相談したまえ。はい。あ、飯島君。はい。
紀州のドクトルから手伝いが欲しいと言ってきた。行ってみないかね。いいところだぞ。そんなに先生がおっしゃるなら熊野詣でも一興だ。では失礼。大輝君、世話になるよ。飯島さん、任せてくれ。正直疲れたよ。龍月君、私はこの先運動を続けるためにはいくばくか筆の勢いを弱めるほかない。自由思想、フリーソート、一切の迷信を破却せよ。一切の因習を法的せよ。一切の世俗的伝説的圧政を脱却せよ。ああ、健康自由なきこと久し。個人は言論の自由なし。恋愛の自由すらも未だこれあらず。フリーラブ、言うばかりでするのは初めてだ。拝啓、奥宮圭一様、高徳先生がご不快なので一筆私から申し上げます。お問い合わせの自由思想は印刷が出来上がった途端警察が押収。何しろ高徳のものは絶対に出させないつもりです。無関係の発行署名にまで監獄へ。無法も甚だしいじゃございませんか。しかしこのままでは。本日署名人を私といたしました。龍月君、これは君宛てに長野の宮田君からだ。この人頼りになる人ですの。高徳先生、爆裂弾の研究を始めました。百科事典によると、これくらいのブリキの缶に金属片、軽岩石、塩素酸カリを混ぜればよいのですが、その比率が分かりません。新島君、爽快な運動をする用意がある。君にもぜひ加わってもらいたい。爆裂弾を持って大いにやろう。製造は自分が研究し、武器の供給は引き受ける。新島君、ドクトルのところで塩素酸カリは手に入らんけ。発行禁止、秩序変えらん。うちは発行署名人としてこれから市ヶ谷の監獄に行ってまいります。あなたが双剣でさえあれば私は何年捕らえられても死んでも構いません。しばらく向かおう。私の水様、急いで、もうすぐ時間だ。そろそろ飲み物、それからうちがやるさかうろうろせんと座っといてくれんか。ドクトルはまだか。さっきまで薬局にいましたよ。当番呼びつけといてなんだ。行こう言うたんはあんたやないか。わしは元から。ようこそ新太平洋食堂へ。お招きありがとう。これはお揃いで祝賀会のお帰りとお見受けしました。我が町の大日本帝国憲法発布20周年記念祝賀式典はつつがなく行われた。そういえばこの間ご当選なさったとか。なぜ取材に来んかった。この春田健太郎、この度町議会議員に返り咲いたからには、この町のために一肌も二肌も脱ぐ所存でございます。わしも晴れてジョリアの支配人から鉄道会社顧問ということになった。それは結構天下太平ですな。伊沢さん、それで熊野鉄道の株はもう買うたんか。その話はもう結構です。用地買収も始まってある。町長も乗り気や。上がる上がる。鉄道に電子、これぞ文明や。もっともいち早く電話が開通したのはこの辺りの不穏な情勢を東京に伝えるためだというもっぱらの噂ですが。牧師さん気ぃつけなあれ。知らんと電線の人でベラベラ話をばするとみんな聞こえてあるんやで。それが証拠にすぐにカラスが飛んできやる。カラス。そう、行さん電線に止まって知らん顔して聞きやる。橋の3本あるカラスがあってな、もうそいつサーベルを下げてるカラス。鼻薬がかようなってしもたもん。ラジがあんたの相方どうした。あの赤坊主。高萩さんも来るはずです。皆さんが揃ったら乾杯といきましょう。太平洋食堂の再開を祝って。おお、あったあった。太平洋食堂開店記念。懐かしいな。ああ、そらあかん。そ
本頭中はすぐに処分せえな。何を今もずっと飾ってありましたよ。あかん言うたらあかん。即刻墓地よ。傑作だ。各界の名士一堂に会す。おいばあさん、薬はまだか。ドクターほらほら、皆の衆来てくれたか。奥借りるで。おい、気づけな。お気に。奥がただ顔が見に寄っただけや。おい、伊作、平民者から何か言いてきたか。発品処分、それから居候を一人薬局手伝いによこすそうです。いやはや、ここは無本人だらけになるんじゃなかろうね。熊の名物、みかんに無本人や。おい、皆の衆来たぞ。おーい。ストライキかな。東京はどうだったね。土産話はないのかね。何しろ2年ぶりの東京や。その急激な進歩にはもうびっくりしたわ。この不景気にそんな余地がまだあるのかね。弱肉強食。東京人は片目つぶって絶えず走っている。そうすれば社会の矛盾を見ることなしに馬車馬のごとく走れる。凄まじいな。それで平民者は大先生の病はどうかね。腸間膜結核、まあすぐにどうこうはないが、平民者の不治の病は生活苦。その足で大阪の同志を訪ねたが、どこも息も絶え絶え。もうこうなったら破れかぶれになるしかない。幽月君夫婦を破壊せよとわしが書いたのを載せてお縄だ。手足口までもがれちまった。はい、これ。11層フリーダムフリーラブ、高くついたな。高い理想とそれを取り巻くごくありふれた家庭の悩み、その大きな矛盾を両目で見ながら走るには。何かいいレシピがあるのかね。食堂をまたするんだろう。レシピとっておきがある。もう皆様本当にご無沙汰で。これは久方ぶりやの。ささ奥方の顔を見たから帰るとしよう。いいえ、おビールを召し上がってくれなければおえは気が済みませぬ。おてい、おビールを。奥方はどうか具合でも。このテーブルにはまずあなたと彼女が座るべきだ。ドクトレーやめて薬を手がやったらこのざまじゃ。ならワセリンでも混ぜとけ。そうすれば安全安全。ワセリンワセリンワセリン。一夜で天下を取る方法、または空騒ぎ。この間カッパがあんたの悪態は付き合ったで、もう趣味はやらんとな。ついにあいつも目が覚めたか。こうなったらもう社会改良は諦めてローマンス香る文芸雑誌でもするかな。購読するよ。一番に申し込む。嬉しいね。まず手始めにこの間翻訳したロシアの小話でも載せるかな。ロシアの読むかね。ガリ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 。爆裂弾の話や。そんな顔すな。冗談や。ボス様、まあそんなところで。高萩さんいらっしゃい。これはこれはどこのアジャリか僧正かと思ったよ。お偉いの盗んできたな。アホ、すぐ帰る。物を返しに寄っただけだ。おお、こりゃ孫にも衣装やな。いいえ、よくお似合いですわ。さあどうぞ。おお、来てくれたか。二度と来ぬつもりだったが、ドクトル、あの小敷坊主の貧乏寺のと罵られたこのわしがこの今朝一つで立派に見えるのか。まあ固い話は抜きにして、今日は太平洋食堂の再出発とダーウィン生誕100周年を祝うと。チャールズ・ロバート・ダーウィン卿、1809年生まれ。あれが進化論の。そうだ、一つ生阿弥陀経やってけ。生阿弥ダーウィン、懐かしくもあり恥ずかしくもある。20年前の今日、大なる国民の期待の中で生まれた大日本帝国憲法は今や悪臭噴噴、政治腐敗、酒と芸者のないところで議員は用をなさず、まともな者は誰も政治を信用せん。それはつまり無政府主義を言わずにやっとるようなもんや。まさに謀反。謀反かもしれんが、今や言論は死に人民に口なし。政府の思うつぼだ。
まあ待つさ。そのうちそのうち。日本中が憲法発布を万代と日の丸で祝う日、ダーウィンも共に記念される。この記念すべき日には毎年みんなで集いましょう。必ず。それを記念して、さあみんなで乾杯。バカな。乾杯に来たわけではない。これを返す。光徳先生の訳されたクワポトキン。借りては見たものの、もう何を聞いても読んでもこの体に入りはせん。やはり南無阿弥陀仏にすがる脳しかわしにはない。あんたはそのままが一番いい。前にここに清六が座ってたが、民がそこでこの間本山からお布施を増やせと使いが来てな、わしも地獄が仏がどうのこうのと心にもないことを門徒に言うて、ようやく70円を納めると、この怠け者ないない言うたがてあるやないかと幹部のお叱り。おお、腹が煮えくり返って、お前ら無限地獄へでも小腹みんなら地獄へでも落ち上がれ。それはまた本山に過激な言葉よう言うたが。いや言うてない、思うただけじゃ。高萩さん、ところがのその70円でなんとわしの坊主の位が上がったんじゃ。それをまた門徒が祝ってこんな立派な今朝あつらえてくれた。すると道端の皆がありがたが、この今朝が心地よくなればなるほど自分が情けのうて、このわしに何の変わりがある。どう思うね。あなたは何にも変わっていない。いや、変えられない。そうか、それなら安心だ。念仏申す者は皆救うと信じてやたらと言うてきた。人の進化、理性の進化。わしは自由、平等、博愛。あんたは南無阿弥陀仏。それこそ旅の道連れじゃ。ではごめん。さあ、みんなでコースを始めましょう。ドクトル、本日の営業の赤いのか。あ、うまいぞ。いや、食う話と違う。硬さはええのか。はよ試してみたいんじゃ。一夜で天下を取る方。これだけは言うとく、ドクトル。もう笑い事では済まん。いつまで芸者を囲うように主義者は囲うつもりかね。お帰りください。奥方。失礼を承知で申し上げます。皆様方がどなたに囲われているか知らぬ者などこの町にはおりませんわ。ドクトルは大星を潰すぞ。そしたらあんたどうする。大星がせよという通りにいたします。ドクトルは病気や。なぜ治そうとしない。おかしには世間様の方。宅の満足は金や財産にはございません。この地上にあるものはいかに富栄えようとも必ずや滅びます。皆様方も自分の罪とかを数えられてはいかがです。おい、あなた何とか言ったらどうです。なんて不甲斐ない。皆さん、ただいま終端場をご覧に入れたが、妻が言うように私は誠に不甲斐ない男でありまする。また昔から不祥不随とはいうものの、今日のように女権が拡張すればこのような逆島な夫婦も誕生いたします。本日皆を招いた本当の理由ですが、わしの偽らざる告白をお聞きいただきたい。はよ本題に入れ。まあ玄ちゃん。さて、この町に委員を構えて14年、少なからず皆さんのごひいきに預かりましたが、この大星清之助は今日を限り医者を辞めてコックを専業といたしまする。ドクトル、何をおっしゃるの。もうこんな社会では何をやっては無駄だ、うんざりだ。ラジカルさも解散。さあ明日からみんなよそ行ってくれ。
それはよかった。何よりだ。これでこの町の治安は安全、あんたも安泰だ。さあ失礼しよう。ドクトルは何言いやれんな。革命は爆裂さんは階級闘争のためにはウルシュラなんかマスターシャツ引き込んだのは一夜で天下を取る方法は。これで分かったじゃろう。この男がどういうやつか。兄邪魔するで。ドクトル、ちょっとした善行おばせんか。実は一人身請けしたい女郎がおるんやけど、あいにく300円がない。300円。遊郭に入り浸って女郎の身請けか。うちはもうスカンピンさ。しばらくはおとなしくパンのために稼ぐほかない。あんた同志は平等だと言いながら皇徳に大金やっても俺たちには都合せん。私有財産はなくせと言いながら金を貯め込む。家庭を破壊せよと言いながら女房は大切にしやる。あんた一体何なん。答えろよ。やじ馬だよ。聞いたか。みんな騙されたんじゃ。この社会主義の仮面をばかぶった小ずるい男に、この男は実のところ空っぽわしが目指すのは真の無政府じゃ。わしの無政府は今の現実と大して変わらん。ただ法の縛りなしにそれが守られるだけ。欲望の全てが満たされる社会を無政府だと思うな、共産だと思うな。一夜にして天下など取れるものが。わしは絶対に許さん。天地を爆破してやる。そら早く入りみかんじゃ。なんだこっちにがもせ。お前からまた爆裂さんじゃ。天皇だって切れば赤い血の出る人間じゃんけ。よし、俺がそれを証明してやる。赤子の泣き声は大きかった。神崎さん、実験は大成功です。投げた本人が吹き飛ばされるほどの威力で壮大なる革命万歳。起きたか。本気にしたんか。何言いよんの。爆発して指でも飛ばしたら大事じゃと思ってな。ワセリン混ぜとけば不発や。それならなぜ最初に止めない。やってみりゃ分かるぞ。所詮火薬の缶詰で世直しなんぞでけん。そったれ。この嘘つき、臆病者め、そんなに関係が怖いんか。ああ、怖いさ。主義の実行は恐ろしい。しかしその理想は追求されねばならん。お前やわしらが生きてる間に何かが成し遂げられると思うな。させだが遠い未来、人類社会の何かが変わるさ。だから理想を持て。果てしない暗闇だとしてもその明かりを信じろ。希望は捨てるな。負けて最後に人類は勝つ。
あんた峠や夢をば見せた。あんたが語る共産の夢をわしに火付けして笑って見てたんじゃろか。おいばあさん、ラジカル社は解散したと警察に言うてこい。ほんまか。それを自分急ぎすぐ言うてきます。どういうことだね。人間は浅ましいもんや。ここの監視を緩めてもらう条件で主義者の出入りを警察に通報してきた。もうここらで全部やめてシンガポールにでも行くとするかな。沖田さん、これでどうかね。それがいい。そうすべきです。さあお行きなさい。いつ立ちますか。明日か明後日か来年か、場合によって今夜にでも。あなた一体何をおっしゃるの？いつかこういう日が来ると思ってましたよ。おばさん、考え直すのなら今です。あなたお願いです。武将ですからしっかりなさって。やはりそうするしかない。ではまた会う日まで。僕は芸術をする。人生は短い。僕には芸術しかない。沖田さん、これをあんたに。しかし新しいレシピ、理想のレシピ作れば作るほどそいつら束になって未来の自由を奪う。レシピのために未来があるわけやない。どんなレシピもいつかは壊さねばな。未来の人のために。開けたら閉める。お前わしが気振ると思うだろ。全部嘘や。嘘や。どれが嘘なんです？どれもや。わかりましたわ。では今決めてください。あなたどちらか今この場で一つだけ。何を決める？あなたが望むものです。おい、さあおっしゃってください。私にもそれなりの覚悟がございます。本気にしたのか。お前たちを捨てようなどと。どうか本当のことをおっしゃって。あなたはこれからどこへ行こうというのです。だからどこにも行きはしない。いや決めているのよ。みんな頭の中で済ませて、私には何も。お前そんなバカなこと。ごまかさないで。ええ、あなたの背中に積まれているもの、それを私の前では下ろしてください。でなければおいとまを。私の手などいらぬというのなら、さあおっしゃって。いらぬなどと一体いつ。それならすぐに一緒に逃げてください。どこへ、なぜ逃げる。
不安のないところへ身一つでも何も恐れるものがないところ。私は古い女です。でもあなたを守るためなら天下国家を敵に回しても恐れはしません。よろしいですね。あなたと一緒ならどこだって構わない。あなたのいるところが私の国、守るべき場所。ではシンガポール、いやアメリカへ行こう。西海岸の太平洋の見える町、そこで食堂を開く。はい。全て一から始める。名前はもちろん太平洋食堂。黄色人種も白人も黒人も貧乏人も金持ちも王様も小じも同じ食卓で同じものを分かち合って食べる食堂。ええ、あなた。もう国などいらん必ず連れてってくださいまし。誰だ。ごめんください。紀州のドクトル大星はこちらで。ああ、今取り込み中だ。平民社から参りました。光徳先生からことづかりました。そうか。悪いが今すぐに薬を送ってやってくれませんか。かなりお悪いようです。分かった。裏へ回れ。あなた。すぐ済む。しばらくこちらでご厄介に。新島と申します。待って。あなた。ロシアの小話、大星清之助役。ある国に爆弾騒ぎがあった。ある日王様はいかなる家に爆弾もしくはその原料を発見したるときは、その家の所有者および住人を軍法会議に付して審問せしむべし。そのため多くの家主は気が狂ったように天井床下を這い回った。人々は不安に陥り、探索は次第に激しくなり、床という床をめくり、壁という壁を壊した。家は全部壊され、新たに家を建てる人もない。社会主義者一網打尽、皇族主義に捉えられる大一歩あるか。妨害政府主義者男4名女1名共謀し爆発物を製造し過激なる行動をなさんとしたること発覚し。一体何が。わからん、全くわからん。昨日ドクトルが人力車に乗っていくのを見た。車の上から笑いながらあんたによろしくと。この町から皆消えてしまった。ドクトルは神様みたいなお人やったのに、あの人が何したいうな。何もしてないのに。ただいまから光徳事件の第1回公判を開廷する。本件は刑法第73条皇室に対する罪、すなわち大逆罪を犯そうとした26名の特別法廷であり、一審のみ控訴なしである。本条は特別の法律である。皇室に危害を加えんとしたるものとは予備陰謀を含む。実行の意思がなくても、また他人の実行を幇助しただけのものでも正犯であるとする。また本件の事実審理の公開は安寧秩序を害するため公開を停止するものとする。よってただいまから傍聴人に退廷を命じる。皇徳秋水以下26名はかねてより社会主義の中の無政府共産を主張するもので、その主義を我が国にて実行せんことを計画していた。明治41年7月、皇徳が郷里の土佐中村から上京の途中、
N 町の大星宅に滞在した際、社会主義者らを招き、無政府共産主義の暴力革命の構想を企て、あるのは状況証拠と検事によって捏造された予診調書。法廷で初めて会う顔。赤品で発見されたブリキの缶と出来損ないの火薬。社会主義、共産主義、無政府主義、皆違います。夢ではありません。心にくっきりと描いておりました。暗殺計画は泡沫のように消え、女の執念だけが残った。だが国家の最高権力者たちは彼らの殲滅を決めた。ただいまより論告求刑を行う。被告人は無政府共産主義者にして、その信念を遂行するために大逆罪を図る。その動機は信念なり。信念とは思想、主義、私の内心。南無阿弥陀仏。それも一種の道楽のようなものなんです。同年11月、皇徳は再び平民者にて大星らと集会し、一夜で天下を取る方法。この会話中、決死の死を募り不合略立つ二重橋に迫らんとす。そのことはいわゆる暴動を起こす相談にして、時と場所方法は定まらざるも大逆罪の陰謀として成立する。ほら話やるべし。あんたのそしやるを信じた。あの人は何も知りません。陰謀中に皇室への逆位を含むことは明白である。私は自分を買いかぶらせていたんです。しかしひょうたんから駒が出た。またその後大星は京都、大阪の同志らと密会。42年1月、N 町の自宅に成田、高萩、他2名を招き陰謀を伝えたところ、4人は合意した。その後、新島は大星の承諾を得て塩素酸カリ1ポンドを購入し、宮田に送った。もちろん全て承知しているはずです。やめてくれ。その後、宮田は爆裂弾の製造を行い、これに成功する。秋を待って。秋になれば計画は流れて、親父が邪魔だからやっつける。何の関連もない小さな事柄を大きな飛躍とデタラメな脚色で無理やり一つの事件にくくりつけた下手くそなシナリオ。それゆえ本件は刑法第73条をもって処断すべきものである。本条は特別の法律である。実行の意思なくして他人の実行を幇助した者も正犯であり、この26名の被告人を共同正犯とする。よって被告人全員に死刑を求刑する。弁護人、最終弁論を述べよ。平沼検事は、本件犯罪の動機は信念であると言われた。検事は頭脳明晰をもって法曹界に鳴り響いている方である。その明晰なる頭脳の中に描かれた論旨は、秩序整然、一糸乱れずというありさまであるが、惜しいかな。二つの過程の上に築かれた議論は、この過程が打ち破られると根底から覆ってくるのである。本件は我が国の有史以来初めての出来事であって、十分な責任を持って検事は原告の、我々は弁護人として論戦せねばならんのである。さればここでの議論はこの法廷限りのものでなく、天下後世にも笑われぬよう正確なものでなければなるまいと思う。平沼検事の立論には一つの大なる欠点がある。それは無政府主義が時と場所により、その説明も運動方法も同じではないという無政府主義の歴史を軽視せられたそのことである。日本が東洋の一端に徂徠して西洋の文明を吸収する。広く知識を、世界の求むることを国是とする。その結果は世界の文化が東西より輸入されくる。そのうちに種々な思想が輸入される。その輸入された思想が日本のどこに根ざし、いかなる色で花咲き、いかなる味の香を結ぶかは、いくらかの年月を重なくては判定はつかんのである。
新しい思想というものは、これを既存の思想から見れば常に危険であらねばならぬ。新思想は旧思想に対する反抗、もしくは破壊であるからだ。賢治はこの道理を無視されたのではあるまいか。社会主義は危険だ、無政府主義は恐るべしと一概に論断されるけれど、日本の社会主義、日本の無政府主義がいかほどの危険を含んでいるというのか、またいかほどの実行をその信条としたというのか、その点に論求しておらんのである。あるいは本件を指し、核のごとき危険で乱暴なことをしでかすではないか、これが無政府主義の恐るべきところではないかと言われるかもしれぬが、それは原因結果を傾倒していることになる。これは人間にある程度以上の迫害、取り締まりを加えるときは、核のごとき反抗心を起こすものだという証明にはなるが、無政府主義そのものが危険であるという証明にはならない。無政府主義者ならずとも、すなわち仏教徒にも、八十教にも、ないしは帝国主義者でさえ、過度の抑圧を加えれば反抗を起こすものである。平沼賢治が置かれた第一の過程、日本における無政府主義は、暴動を手段とする危険なる思想なりとの論が破れてくる。したがって、平沼賢治の組み立てられた総論の第一角は、崩れてしまったことになる。そして、大星清之助を社会主義に数え込んだものが2つある。その一つは本件の記録。もう一つは警察である。第二の過程、平沼賢治は本件犯罪が無政府主義実行の信念より来たものであると言われた。これは本件被告が無政府主義という一つの信念に結びついているという過程から発足した断定である。故に、もし本件被告にこの信念がないとなると、この断定は当然その基礎を失うことになる。刑法73条の規定はすこぶる広範である。もし本件予審調書により断罪すれば、彼らは当然の死刑かもしれない。しかしながらこの条文の危害を加えんとしたるものという条文の適用は、犯行の計画中に発見されたことを指すものであり、計画しながら悔やんだ後にまで強いて追求するためのものではないのである。いわんや調書を離れて本件事実の真相を見るときは、彼らには大薬罪実行の意思のないことは明白である。法の精神、被告の事情、犯罪事実の真相、さては刑事政策上の見地、いずれよりするも彼らを73条をもって律するべきものではない。これは私が弁護人として言うことであるというよりも、これ実に善良なる日本帝国国民の世論の声である。被告人起立。これより判決を申し渡す。主文右江徳秋水ほか25名に対する刑法第73条の罪に該当する被告事件審理を遂げ判決することさのことし、被告江徳伝次郎、神崎雄月、森近運平、宮田太一、新島忠義、古川力作、坂本聖馬、奥宮健志、大星清之助、成田清志郎、高萩健明、峰尾節道、崎久保誠一、成石勘三郎、
松尾浮田、新見宇一郎、佐々木道元、飛松与次郎、内山愚道、武田九平、岡本栄一郎、三浦康太郎、岡林虎松、小松牛次、24名を死刑に処し、被告新田徹を有期懲役11年に処し、被告新村善兵衛を有期懲役8年に処す。これにて閉廷。けれども人民は相変わらず爆弾を投げた。そうして死刑の数がいよいよ増え、ついに公主台が不足した。そのために森を切り倒し、ついに燃料の欠乏まできたした。人民は皆凍え、多くの都市は荒野のごとく荒れ果てる。そこで王様はその位を捨てねばならぬこととなった。すなわち統治せらるべき人民が一人もいなくなったからである。栄誉、どんなに辛いことがあろうとも、その日か遅くとも次の日には物を食べなさい。それが慰めを得る第一歩だ。お前もくよくよと引きこもらず、髪を結び、着物を着替えて、知人や親類の家へ遊びに行って、世間の物事を見聞きするがよい。今どんな気分です？なんだか汽車に乗ってるみたいでね。何しろこのところ毎日死刑囚の独房で弁当を食ってばかりで、まあ人生そのものが旅かな。途中何度も引き返すポイントはありました。しかしあなたは渦に飲まれていった。なぜです？さて、こうなってみても自分というものがいまだにはっきりせんのだ。落ちる落ちると分かっていながら足を滑らせて崖の縁にしがみついてそれを笑っていた。私はこの町で孤立しました。なぜあいつだけが助かったのかと言われ、生をとしてあなた方を語り続けた。二度の大戦を生きながら寿命が尽きるその瞬間まで考えていた。なぜ私だけが取り残されたの？そういう役目を負っただけさ。いつか誰かが最後の瞬間に我らを弔ってくれるようにと取り計らってくれたのさ。大いなる何者か、それにわしというものも見抜かれた。ただの人間。あんたそれを好いてくれたやないか。ドクター。しかしまあ皆とんでもない船に乗り合わせたもんや。顔も知らんやつまで。あれをよろしく。あの人はきっと今頃シンガポールにいるんですよ。きっとひょっこり帰ってきます。きっとこれはお芝居なんです。私は信じております。だから高萩さん、高萩さん。なんだかね。わしはもう坊主でも何でもない。お前はいらんと、おすがりしてはならんと言われた。このわしは死一等を減じられてただ生きるだけの無期懲役649号というただの数である。649。この間20年ぶりに聖書を読んだよ。一番胸を打ったのはイエスがゲッセマネの園で祈るところ。彼は十字架にかけられて死ぬという前の晩に
自分の運命を呪って泣いた。助けてくれと3度も泣いた。いわば我々と同じ矛盾に満ちた女々しさが2000年前のキリストにもあったのさ。いや待てよ、もしもイエスが若死にしなかったらいじましい中年の風天になってたかもしれんな。そう言うなれば鰹節の出がらしみたいな。あなたは最後までそんなこと人生を楽しむのは一度きりだったら思いっきり笑おうじゃないか。変えたかった、あなたの宿命。とんでもない。ほら、そこご覧なさい。どこです？遠い暗闇の向こうに明かりが瞬いている。あのわずかな光に向かって人は進んでいくんです。世界中の過去と未来のあちこちからバラバラに散らばっているようでも、一つの明かりに向かって進む列が闇の中に見える。その先は幸福な未来へ続いてゆくのだと。私もあの明かりに連なるのだと悟った。おーい、頼むぞさてと、そろそろ行きますかな。わしら逆徒には葬式も許されなかった。だがわしのためにこんな詩を友人の与謝野鉄幹が書いてくれました。これ以上に嬉しい長寿はありません。死刑判決の後、12名が御社で無期刑に減刑された。しかし獄中で無念の死を遂げた者がなんと多かったことか。あの和尚は帰る寺もなくし首をくくった。被告の親兄弟は孫子の代まで公権力に苦しめられ、今なお息を潜めています。大逆の党を出した町は恐怖し、裁判記録さえ消された今日、ようやく真実が動き出しました。ドクトル、明かりはそこに見えますよ。何のご用もない体となりました私。お召しに預かる前に、そりゃ何とかして清之助のお命を注ぎたい。それが根性の願いでした。でもそのうち自然と世の人が真実を知るようになってくるのではないでしょうか。政府がまいた種は政府自ら刈り取らねばなりますまい。
すでに軍閥は滅び、惨めな敗戦国となったこの哀れな日本ですけど、この灰と瓦礫の中からきっと良い国になっていくのでしょう。皆さん。それでも清之助は死にました。日本人ではない清之助、神も仏もない清之助、大逆無道な清之助。皆さん、本にまあいい君な。その清之助は死にました。清之助が死んだので、良き日本人は気楽に寝られます。だから皆さん、おめでとう、おめでとう。開けたら閉める！